さあ、今日もやりますよ。よろしくお願いします。では、準備始めます。オッケー。さあ、今日どの辺終わらせたいですね。いけるかな。結構早めですね、前回。1時間早いですね。ゲーム実況始まるよ。今回は21実況ドマ編アジムステップ続きから迫る海戦グレンのリベレーターにひよこの FF14PC 第257回強くてニューゲームになります。木星です。スノボが吹雪の中一人で滑っていたら滑れるようになりました。雪が柔らかいと溶けても痛くないですもんね。ですが周りには気をつけましょう。では始めたいと思います。小判の本日もよろしくお願いします。ひよこの F14 やっていきますよ。プテニューゲーム、グレンのリベーター編ですね。よろしくお願いしますね。グレネのリベーター2ですね。前回、1から2に変わりまして、変わったタイミングがドマのあれですね、ヤンさんのところで最後、ですね、夕霧がですね、あれですね、ゼノスが来たってことで、ちょっとですね、これは後期だっていうことで、暗殺しに行くんですけど、見事に失敗しまして、ひよこさんも2回目のあれですね、絶望を味わったっていう感じですね。ただ今回に関してはですね、村人たちとか、ですね、歩きのとかが助けに来てくれたんで、なんとか、死者が出ずに、無事に脱出することが逃げ出すことができましたと。で、ですね、村人たちの士気を確認したんで、アジムステップに行って、ヒエンを説得するっていうのがですね。で、ヒエンと合流して、で、ですね、モル族として、ですね、合戦に参加するっていう流れになって、ですね、その準備をしたり、ですね、あと ID ですね、ID の試練を受けて、ですね、資格を得ることはできました。で、ですね、その次には、ですね、オロノア族でしたっけ？オロノア族とか、そんなような名前と、あとこうですね、この民族ですね。この二つですね。この二つを、今偵察中ですね。ドタール族ですかね。はい。ドタール族と、オロノア族でしたっけ？そんなような名前のところですね。はい。で、ですね、ドタール族の、偵察が終わったんで、今報告するところからですね。それではよろしくお願いします。どんどん行きましょう。戻ったか。では、その身に収めたことを献上しろ。ドタール族が画期的な策を用意するなどとこちらも鼻から思っていない。通例通りの戦法で来ること、また、事故で戦力が欠けたと知れたのはそこそこの収穫だ。戦場において奴らの一人は重みが違うからな。なるほどね。向こうは全力で来るからですね。死ぬ気に。加えて、族長サドゥがこう言っておったぞ。いいから正面切ってきやがれと。回りくどいんだよっていうね。おい、その忌々しい名を長兄の前で口にするな。忌々しいな。適当な聞くも歯たらしいということでござるか。そういうわけではない。あれは前回の終節の合戦が終わった直後のことだ。すでに長兄であられたマグナイ様は下した部族の同じすべてを集め、愛よ長軍です。なんか言ってますね。下調するに足るもの。つまり花嫁探しをなさったの。ナーマ探しです。
その場で、サドゥと来たら、敗者でありながら、長兄に不敬なバグが雑言を浴びせ、しまいには豪華を放っていったよ、焼却。寛大たる、心で美味しいなっていた長兄もさすがにプズリ。3日3晩、互いが膝がつくまで、大地を裂くような戦いが。すごいね。おい、その話はよせ。ヨハイの人生唯一のお手、次に口にすれば、兄弟とで命はないぞ。今日は、ナーマに失敗したってことですね。あのような女の挑発など聞く気もない。だがあれと遭遇してなお偵察を完遂したとあれば、お前たちの功績に、恩恵を与えるべきだよ。残りの二人を連れてこい。この村を解放する。OK らしいです。その話をもう少し広げてほしかったんですけど。これ、リセも無事に解放されましたね、花嫁から。若もリセも無事で何よりでござる。そなたたちの尽力のおかげだ。これで合戦前のモル族の元へ戻れる。これまでの働きによりお前たちがただの弱者でないことは十分に知れた。故に許そう。お前たちは栄えあるゼラの戦士として間もなく来たる終節の合戦に参加しろ。そこで必ずヨハイの前にたどり着き、この草原の覇者がいかなるものか身をもって知るんだ。誓えるな。望むところだ。いやー、楽しそうっすね、ヨハイ。まあ、久々の、強者が出てきたっていう流れですからね。まあ、楽しいでしょうね。あれか、ヒエンと二人で話したことですね。改めて双方無事で何よりだ。カーズとゴーセズは特によくも務めを果たしてくれた。わしもドタール族について聞きたいが、それは道すがらだ。何せモル族の皆をすっかり待たしてしまった。急ぎモル色へ戻るぞ。テープでいけないんで普通に行くしかないんですね。よし、行きましょう。ちなみにあれですね、2に変わって、なんか、前回見したっけ？でもちょっと変わってますね。ですね。ドアの赤組が潜伏する大草原アジムステップンか。変わってねえか。変わってねえですね。いやー、昼間が良かったんですけどね、夜だよ。いやー、なんでいつも夜なんだろうな。タイミング悪いですよね。昼間の時間をもうちょい伸ばしてほしいですよね。本当に夜の時間が長くて。母さん、皆さんも遅かったから、試練で何かあったかって、心配してたんですよ。でもよかった。元気で戻ってきてくださって、それに夜も無事に手なずけられたんですね。これでいよいよ合戦に臨むだけ。それについて皆さんに大事なお話があるんですね。終節の合戦来たね。ついに来た。皆さん、戦の季節の最終日、つまり終節の合戦の開始が間もなく迫っています。通例によって合戦開始は、朝日とともに、西に夜に、朝できるんだ。審判が務めてきたガール族によって、開戦の合図として土が撒かれます。撒かれた土は無垢の土地となり、そこへ最も早く到達し、支配した者が合戦の勝者となると。時間との戦いなので出遅れるわけにはいきません。至急戦支度を整えてください。よかったら共に合戦に参加する一族の仲間たちにも声をかけてあげてちょうだい。彼らと気持ちが繋がったと思ったら再びここへ。4人ですね。なるほどね。
テルムーン族がお前にみんなと話を頼んだ私たちの不安を察してのことだろう。すまないな。そして恩に生きる。言葉は万象を定め、万象は言葉を生み出すという。お前に声をかけてもらったことで、わしの心も幾分、勇敢になったようだ。まあそうですね。声かけることによって士気は出ますよね。まあ、弱小ですからね。弱小チームですからね。いよいよ合戦か。やんちゃ盛り盛りの頃、仲間と競って成人の儀に挑んだが、こんなところで役に立つと。とはいえ、私の歴戦の戦士、からは、ほど遠い。どうだ、お前の目から見て勝機ありそうか。必ず勝機はある。そうか、そうだな。その勝機を見逃さないように目を光らせている千代。わしも何かできることがあるかもしれない。頑張りましょう。ドルウェイ。お前か。この前は子供たちの相手含めて助かった。ろくに礼もできずすまなかった。代わりというわけではないが、合戦には俺も参加する。お前たちの別行動で、部族との立ち止めに回るつもりだ。あまり自信はないが、やれるだけのことはしたい。その上で生きてまた会おう。ああ、怖くて仕方ありません。合戦は本気の戦いだから怪我もするし、死になって出るんですよ。共に勝って戻ってこよう。こっちだね。ありがとうございます。そう言われると勝つってことを想像できてちょっとだけ落ち着きますね。モル族は戦いに続く草原の中でずっと、信託に従って生きてきました。今回の信託だってきっと意味があってくだされたはず。みんな母さんたちについてる頑張ろう。いや、とりあえず死人が出ないようにしたいですね。もうね、一切攻撃もうこいつらに攻撃させないぐらいの勢いで、ひよこが戦地に立って、あれですよね。片っ端から倒していけばいいですよね。参加者たちに声をかけてくれたね。ありがとう。不安に震えていた魂が一つで束ねられているのを感じたわ。皆さん最後に聞いてもらえるかしら。私たち草原の民は決して必要以上に奪わない。それでも終戦の合戦において戦いの中で命を奪うことは悪とされません。命をかけた真剣勝負、その勝者でなければ共に、猛威を振るう大自然の中でアウラゼラを導いていけないからよ。そしてあなたたちは草原を旅し、他の部族を知ったはず。知ったからこそ彼らが手を抜かないとも理解したでしょう。それでもいかに困難な道だとしても勝利とともに必ず戻ってきてください。では皆さん最後の準備を。我らモル族で終戦の合戦に参じます。来たね。来た。完全なるソロコンテンツですね。まあ、このソロコンテンツの中でもあれですね。結構楽しいやつですね。グレーの中で。言いましょう。母さん、準備はよろしいですか？そら、来たぞ。土をまく者どもだ。なるほど。この4人が審査員みたいな感じなんですね。今、土が混じり、大地は生まれ変わった。無垢の土地は新たな支配者を欲している。さあ行くぞ。草原を突き進み、遮る者をことごとくほぶれ。ドタール族の力見せてやる。
いやー、楽しみですね。いやー、楽しみだわ。この二人と戦うことになりそうですよね。始まりました、おばあ様。うん、あそこを目指す。久方ぶりの大戦だ。全員準備は良いか。いや無論にござる。一騎当選の働きご覧に入れよう。全員ガツンとぶっ飛ばして、その勢いでドマも助ける。バッチリだよ。皆さんありがとうございます。新たな土に必ずモル族の証を刻みましょう。終節の合戦開戦しました。仲間と協力してモル族を勝利に導きましょう。合戦の勝利条件は南方に出現した無垢の土地までたどり着き、誰よりも早く土と契約を結ぶことです。競合するタップ族を退けつつ無垢の土地に一定時間触れて契約を結びましょう。うん。調べるってことですか？行きます。私たちに勝利を。タンクだから狙われる可能性あるんですよね。うわ、しかも飛んでくんだ最初。無垢の土地に急げ。すごいね。南の方角で先導しますので急ぎましょう。そら行くぞ。目的者出てないですよ。モル族が行かせはせんですよ。だから勝たすっていうかやらないといけない。いや、準備はできてない。いや、無視してもらえるのか。全然減ってないっすね。シビなせいは全然減ってないっすね。マークは何なんでしょう。先に行けっつって。僕たちだったら大丈夫か。全然減ってなかったですね。オロンジズ。全然ヘイト取れないんですけど。タンクの役が立ってないですね。よいしょ。ケイ。ほっといていいってことか。きっと勝つ。任されたんだろ。位置の方に向かってますね。どこにあるの？この先に無垢の土地があります。あれか、あれだ。あ、敵弱いっすね。ただ、ワンサカバックタイプか。ワンサカバックタイプですね。減らして一気にやった方がいいのかな。よくわかんないっすね。絶対終わんねえんじゃねえか。無限に湧き続きです。来た。チャンス。いやー、湧いてるよ。いや、妖怪が来やがった。妖怪来やがったね。くそ、捕まったよ。オルンギャングで捕まりましたね。戦士だよ。
ヨハイとの戦を前にしても逃げ出さず、約束通り相まみれに参上したことを褒めて使わず、なんかボイスがねえんだよ。その勇猛さに応え、ヨハイと言わすことを許そう。だから血に飢えたドタールの造営も来たような。来たね。サドゥ。あ、サドゥじゃねえよ。オスラグミスト。よかろう、殺し合いといくぞ。デューン。契約を阻止するマグナイを飛ばす。見てた方がいいよ。ひたすらはい使ってるんですよ。なんか、シリナがシリナがしれって。あれ生まれたダメかですね。いや、まずマグナイを倒せってことです。ヒエもいいし。ふい。ふい。ドタールの猛者よ。頑張れシーナ。サドゥも来た。サドゥも来た。それ地獄が始まるぞ。マグナイサドゥ、両のブスの超やるぞ。サンラーメンを食べてるのでホットの飲み物の機会が少ない。ふい。ふい。マグナイが先に消せる。戦はこうでなくちゃな。うわー、すごいの出てきた。すげえの出てきたな。これやらねえとまずいんだよね。急いで壊してるっつってます。サーズに切り札です。もう一つたたりにかけるの。シュッとくんじゃねえこれ。終焉の300なんか使ってきた。ちょっと LB じゃねえけど LB 使ってきやがってよ。いやー、なんか別の来たな。別のが来た。いやー、ちょっとでもあれから範囲外だな。範囲外だからどっちも行きたいっすね。まずは行った方がいい。で、あとサーブですね。よし、もうちょい。スイー何じゃ。ヘイ。ダメだ。また調べるんです。無垢の土地と契約しよう。言ったし。オッケー。消えた。土地が少女を認めた。じゃああいつが。やったやりました。私たちのモル族の勝利です。やったー。そなたの奮闘には胸が熱くなったぞ。まっことあっぱれだ。とんだどんでん返しだ。偵察なんてさせるんじゃなかったぜ。おい、来るぞ。無粋な鉄の音だ。おっと、帝国っすかね、これは。帝国だ。
このタイミング来んだ。来たね、ワンサか。グリーンワートがいる。いましたね。もうこっから協力して戦うってことですかね。いたいた、ついに見つけたぞ。オラの天敵エオルゼアの英雄。今日という今日は絶対にお前を殺すので、いっぱい褒められてまた偉くなる。完璧。さあ行くぞ。周りのやつらごとぶっ殺せ。連戦ですかね。宿敵か。そなたも随分疲れておるな。いや、困ってます。勇敢なる草原の戦士たち、誇りある者たちよ。新たな敵だが、よもやくたばってはおるまいな。誰に言ってる。ドタール族の戦士を甘く見るな。モル族よ。そして唯一無二の勝者よ。草原の掟に従い、ヨハイらに命じることを許そう。いいね。一言声かけんのか。来た。全軍突撃。いやー、熱いね、この2戦目。殲滅せよ。ああ、熱いのまずいって。おいきなりなんか使ってますね。理性ですか。合わせば結構やりやすくなりそうですね。取れない。どうしてもできないですよね。全然ヘイト取れる。OK。数を減らしてくると。このまま全員撃退します。まとめて払う。おー、来た、サドゥが来たね。僕もって。いや、熱いっすね、あれ。サドゥを守れってのは、おっと、マグナイムやっても止めてますね。止めてる。いや、ああ、守るの。燃える。最高だ。神戸を垂れよ。ラーマの人生3人。いや、見てよ、凄まじいです。勝つはずだったのに。
おかしいの。勝てるはずだったのに、あいつまた強くなってるぞ。オラも強くならなきゃ。強く逃げんのか。帝国には二度と負けるもんか。私たちだってもっともっと強くなる。そして国も人の心もみんな取り戻してやるんだ。生き残ったグリーンワートだけかよっていう。さてシリナ、邪魔は入ったが終節の合戦の結果は出ておる。モル族のそなたから一言言ってやれ。モフ王子です。昔かの近くの道路でポンポン野球をやっていたのです古より続く草原の掟をもっておじさんによく怒られてこのいました。一帯はモル族のものとなりました。でも私たちは多くの変化を望みません。ただ一つだけ私の大切な仲間のお願いを聞いてあげてください。これだけは絶対です。実は隣国ドマについてそなたらに頼みたいことがあってな。なるほど。ドマの反乱軍に協力しろってことか。構わないぞ。ドタル族は誰が相手でもひるまない。新しい戦場で一層魂を輝かせるだけだ。それにクソ偉そうな全開覇者と違って謙虚なモル族の数少ない命令らしいからな。俺たちはてめえらに従軍しよう。クソ偉そうな前回はじゃ。ヨハイラも許諾しよう。口と態度ばかりが嵐のようなまじないしはともかく嵐のような。神の子を連れるのだ。お前たちの戦に敗北はなくなった。ああ仲いいな。もちろんモル族も皆さんにご協力します。微力ですが一緒に戦わせてください。これにて一件落着か。まことに草原のアウラ族を従えるとは、夕霧もさぞ目を輝かせることでござろうな。ああ、体勢を整えたらヤンサの地へ戻るぞ。反乱軍に合流し満を持してドマの解放だ。いやー、熱いね。結構戦力拡大したんじゃないですかね、これね。あんな無限大に湧いてましたからね、もう。あんだけいるってことですよね。まさかあの局面で帝国兵が乱入してくるとはな。なんと間の悪い男よ。あれは話のいずれせねばなるまいが、今はまず勝利の喜びへと皆を分かち合うべきであろうよ。まずは一番手はわしからだ。カズそなたの奮戦のおかげで、わしはモル族に救われた恩を返し、故郷の奪還に向けて一歩進むことができた。心より感謝する。で、そなたとの出会いは、苦境の底におったわしのドマの何よりも、行幸であった。
完成は遠く高く。さて、わしばかりそなたと語っておっては皆も、焼きもちするというもの。まずはテルムンバーに顔を見せねばな。そして大いに勝利を喜び誇るぞ、カーズ。見ろよ、このドヤを。勝利の橋。いや、もうここからも英雄と呼ばれるのか。ちょっと待ってね。リペアしとこうか。リペア、あれちょっと待って、リペアどこにあんだあれちょっと待って。ちょっと待って。しかもなんだこれ。あ、こんなの売ってんだ。知らなかった。うわぁ、知らなかったっすね。もういっか。いや、なんで修理がないんでしょうね。あれいや、よくわかんないっすね。まあ、いっか。あ、お帰りなさい、カーズ。お帰りなさい、皆さん。合戦での活躍見ていたが、あんたたちが勝利に届いた時には涙をこぼしてしまったようだよ。本当にどう感謝を伝えたらいいのか、おかげで一族のみんなも帰ってきたの。かけることなくみんなよ。大怪我を負った子は少なくないですが、それでも一族中が勝利の喜びにしたって言います。皆さんどうか彼らに声をかけてきてもらえませんか？きっと今か今かと待っているはずですから。勝者になって嬉しいんですね。そういう血がやっぱ騒いでるんですかね、やっぱり。母さん勝ちました。私たち勝ったんです。合戦の最中、強敵を前にくじけそうになりました。でもシーニアさんや皆さんが進んでいくのを見て、とにかくついていこう、戦おうって。ああ、嬉しくてたまらない。きっとこの瞬間のために神卓が降りたんだ。さあ、カーズさん。みんなの前で勝者の勇姿を、思いっきり勝利を喜んでください。勝利を喜ぶ。妹じゃねえけど。どこでやればいいんだ。ちょっとどこでやればいいんだ。あ、ここでやれってことなんだ。なるほどね。おったんだ。あ、リセもこっちにいますね。あ、とりあえず死者はいなそうっすね。よかったっすね。じゃあ勝利をよく行きましょう。シャキン。母さん、かっこよかったぞ。ありがとう。勇敢な旅と頼もしい家族にこれから100の季節が巡らんこと。ああ、そうとも。幸いなく、服は大きく栄えあれ。いや、こっから面白いの結構ありますよね、やっぱり。ドマ城解放もありますけど。合戦も面白いですね。聞きましたよ。みんな大喜びだったそうですね。私もとっても嬉しいです。それでこの感謝をどう伝えようと考えたのですが、うまく言葉にならなくて、だから一族の伝統にのっとってこれをお渡しします。
それはモリンホールという伝統的な楽器。私たちの間で特別なことを成し遂げた仲間にあなたの偉業が歌となり、称えられ続けますようにと願いを込めてそれを送るんです。モル族は皆さんの、英雄譚を歌い続けます。どうかそのモリンホールのそばにおいて、時折でいいので草原であなたを称える者がいることを思い出してくださいね。これはもしかしてここで売ってたやつですか？そうですね。いや、これ本来手に入ったってことですかね。持ってないです、こんなもん。いや、持ってないっすよね。いや、ってことは俺預けてんのかな？あれかな？まさかの有料になってるしね。その赤に祈りを込めて。まあ、一回今空きがねえから。とりあえずは。さて、まだ勝利の余韻に浸っておきたいところだが、皆の喜ぶ顔を見ることができた。わしらそうそう次に進まねばならん。そのようね、皆さん、今一度あなたたちの出会いに感謝を。いや、感謝するのはこちらでござる。モール族でなくてアウル族の協力を得られてばかりか、バカの命さえ良かったかもしれん。改めてドマのためにとしてお礼申し上げる。そしてこれからもよろしく頼むんだ。もちろんです。今度は私たちができる限り力になりますから。そうだ。今後のことを考えると、アジムステップとヤンサをつなぐ道を使えるようにした方がいいかもしれませんね。はいはい。別の入り口ね。紅玉会を経由するのも早いですが、ドマの戦火が激しくなってから、ドター族にとって封印が補足されているんですね。確かに封印を解くなら今だ。ドタール川に行って頼んでおくとするか。ついでに明けの玉座も寄ってもよいか。気高き族長とも今後について少し話しておきたくてな。なんだかんだで頼りになりますもんね。同盟を組んだとはいえ合戦の直後だよ。私たちがあっちの拠点に訪ねても平気かな。リセさん、私たち草原のアラ族が戦いを繰り返しながらも長い間この暮らしを続けています。今回も合戦には多くの血が流れ、大地は赤く染まりました。だけど、赤は、昼と夜を入れ替える色。終わりの色にして新しきを始める色。私たちは流した血と因縁を過去にして新しい季節へと歩み出すんです。殺されたところから生まれようと、最初の父母が、言ったように。だからきっと大丈夫です。そっか。じゃあ二つの部族のところに寄って、ヤンサへ帰ろう。まずは明けの玉座だね。はい、見送りも兼ねて途中までご一緒させていただきますね。オッケー。じゃあこれは飛んだ方が近いですね。マグナイトです。すんなり通してもらえちゃった。ヒゲはどうだっていう。険しい顔してますね。ヨハイは気分が悪い。気分悪いのかよ。それでも長い廃所を許しているのは簡潔に要求を述べる。相変わらず偉そうだな。偉そうでない。偉いのだ。合戦の結果を認めてのヨハイらはアジムシンの子であることは変わりない。そこにいたバートゥの行方が気になるか。今、戦の後、ここは、敗軍の陣なのだ。安心しろ。奴に関して一命を取り留めた。少し時間かかろうが、いずれ歩けるようにもなるだろう。それ以上は問うな。余計な気遣いこそ不敬だ。ヨハイらの意向は、一度の敗北で劣れるものではない。覇者はただ、なんていうの、高用に、前だけ見ている。これでこたびは何用だ。この玉座を差し出すというなら、これも致し方ないが。
はいえ、私たち神卓でいつ移動するともしれませんから、この玉座は引き続き、オロニール族とブーガ族の皆さんで使っていただいて構いません。わしらヤンさんに戻るんだよ。今後のことについて確認しておこうと立ち寄ったんだ。アンジーズともすでに迷惑は、結ばれた。お前たちが策と号令を抑制はいつでも出よう。それはありがたい。では一度ヤンさんに戻った後、改めて、反乱軍から使いを出そう。よかったですね。オロニール族が協力してくれたあれば、まさに、100人逃げです。のろしかなんかで伝えるのかな、おそらく。なんかの合図が必要ですよね。慈愛に溢れ、華麗に控えめ、儚い朝焼けと雲がごとき乙女だと、それでいて戦える完璧か。なんか言い始めましたね。なんか言い始めましたね。おい、そこの浦しき乙女。お前がユハイのナーマか。そうであろう。なんか言い始めたね。よくわかりませんが、遠慮します。結構です。どうぞそのまま座ってください。こう振られてる。振られてるわ。よし、次はドタールカードね。さあ、行こう行こう。早いな、振られるの。モテないね。なぜだ、また違うのか。どうしてこうもヨハイのナーマだけ見つからない。モテないね。でもそれはお前が変態だからです。じゃあ行きましょう。ナーマが現れるシーンがね、あってもいいと思うんですよね、サブ系感が。まだに現れてないと思うんですよね。水の作の民あたりを頼ってください。もうここの民族は多分無理だと思う。お、コブはいるじゃん。なんだ、それの揃ってお出ましか。これよりヤンシャに戻るのでござる。さてどのそちらの様子はどうか。どうもこうも合戦でまた一族の数が減った。やっぱ減ったんだ。だが命は燃やせるいい戦だったからな。懸命に戦って散った奴らきっと戻ってくることだろう。現にすでに一人戻ってきたらしい。ゲゼルの忘れがたみはさてドイツの魂を宿しているか。ゲゼルか。俺たちは新しい季節に向けて再出発だ。もっともっと強くなるためにはお呼びがかかれば、いつでもてめえらの戦場に駆けつけてやれる。誠心強い限りだ。頼りにしてるぞ。草原一の勇敢なドタール族よ。それからもう一つお願いがあって、南東のヤンシャに続く道の封印を解いていただきたいんです。ああ、そういうことか。いいぞ。実は解いておくから好きに通れ。来たね。ではこれにて失礼いたす。互いに悔いなく戦い抜こうぞ。ああ、言われるまでもない。そっちこそ老体なんだ。胸を通してコロッと死ぬのよ。老体老体の割には一番ごっついんですよね。ああ、シャルの母親がゲゼルの生まれ変わりか。なるほどね。はい。シャルの母親じゃなくて、シャルの子供がですね。子供だったんですね。
親父はどこ行ったんでしょうね。ちょっと待って。よし、これでとりあえず、アジムステップ編は終わりですね。ついにヤンサーの上の方からする地域ですね。になりそうですね。列道湾でしたっけ？あの辺があったところですね。あれで封印が解けたと。ちゃんと封印が解けてます。この洞窟の先は皆さんの目指すヤンスです。だから私の見送りもここまで、止水の合図をいただくまでしばらくお別れです。シーナ、ちょっとの間だけど元気でね。ヘムルンのおばあちゃんにも子供たちにモール族のみんなにまたねって伝えておいて。はい、必ず。私からもこれを持って行ってください。なんかいろいろ結構くれてますね。これは赤い旗？モール族の旗だ。売ってたやつだ。こう2つくれるんですね。なるほどね。実用品じゃなくてすみません。お守り代わりと思って。私はドマの実動にリサさんの国の事情も知りません。ただどちらもとても苦しい状況だと聞きました。そんな現実を前にしたらあまりにちっぽけで無力かもしれないけど、そこに織り込んだ赤い糸に祈りを込めたんです。流した血の後に、燃え盛る炎の果てに、悲観しながら、迎える朝焼けの先に、始まるものがありますようにと。皆さんが始まりをもたらす赤、グレンの解放者になれますようにと心から祈っています。あとで別荘の方に置いとこうかな、この二つ。その祈り、天でなくてもわしらが聞いた。しかれば必ず果たしてみせる。お世話になったらしいな。ちょっと買わないといけないですけどね、どっちも。もらえないんで。それではまた皆さんどうかご無事でね。また記憶がねえんだけどな。こんなとこで。多分ね、グレンの途中で一回家を撤廃してるんですよね。プレイしてなかった期間があって。その時に一緒まとめて勝負あれかなあれね、廃棄されちゃったっていう感じですかね。撤去。再び動乱の地へ。ではこれより初めステップを後にし、ギャンサへ帰還する。行くぞ豪雪リセカーズ。てげでってげでってん。ヤンサ。これか。さすがにヤンサー一回入ってるから、ナレーションなかったっすね。この道は拙者も初めて使ったかなるほど、この辺りに出るんでござるな。であれば目指すはエリス湾の、南の方角でござる。どれ、拙者が先に行って、モンペイと皆に、和歌の帰還を告げておこう。ちなみにここは野良のね、ナマズがワンサかいますね。ちょっと拝んできますか。ワンサかいますね。みたいな。エビスナマズ。野良のナマズですね。近づくと襲ってきますからね。おっと、雷撃の魚雷もいますよ。でかいな。でかいっすね。雷撃の魚雷。この刺していって、これ下ですかね。こっから普通に入るとこっから入るのか。
起きたのはわしも使うのは久方ぶりだが、ここは列案の出入り口の一つだ。さあ、中に入って皆に帰還を告げるとしよう。これエーテライトも修理してんですかね、アリゼとか。エーテライト立ってますね。ただいま戻った。皆久しいな。ヒエン様、それに二人も。豪雪より先んじて事情を伺っておりました。アジムステップでのご活躍、お見事でございます。何、良き同志がいたからこそだ。わしばかり貸し付かれてはいたたまれん。そなたも楽にせよ。お、そのいでたち、いいね。話に聞くアルフィノとアリゼだな。そなたらの助力に心から感謝する。引き続きよろしく頼むぞ。まさにこの BGM はあれですね。AA6 のあれですね、ドマ城の BGM ですね。お会いできて光栄です、ヒエン殿。生まれは遠く離れていても、今や同じいおりに集うドマ解放まで共に戦い抜きましょう。よろしくね。早速だけど状況を共有しても。是非もない。豪雪から聞いていると思うが、わしらの方は草原のアウラ族の協力を得ることができた。こっちらは元から反乱軍にいた勢力に加え、海賊衆とも連携を取ってるわ。ドマの民もよく協力してくれてる。それから解放したドマとの交易を条件に、青コーラの後人族も力を貸してくれるそうよ。いいね。加えて忍びの里からも可能な限り戦力を回してもらう手はずになっております。残念ながら水の里では門前払いでした。さすがに水はダメでしたね。静かに暮らすっていう。いや、構わん。これほどの仲間が集っているとは想像以上だ。まこと心強い。十分ですよ。それから君たちが旅立った後、ゼノスもすぐにドマ城を立った。理由はわからないが、ギラバニアに戻ったらしい。ギラバニアに戻ったらしい。嘘。あっちにいるみんなは大丈夫なの？タタル経由で連絡を取っているが、今のところは、ひとまずドマ解放だけに焦点を当てれば、むしろ好機が訪れたと言えるかもしれない。なるほどね。ゼノスがいねえからか。とはいえ、世継ぎは君臨したままよ。ドマ城に駐屯してる帝国軍が粛々と軍備を整えてるって情報もある。アジムステップでも帝国軍と一戦交えたんでしょ。おそらく遠くないうちにあらゆる反乱の目を摘みに来るでしょうね。まさに決戦の時は来たれりでござるか。必ず勝とう。不安だなとか思うけど。そなたがそう意気込んでおると負ける気がせんな。何せくせ者揃いの合戦を勝ち抜いた者の言葉だ。こたびは皆の力を借り、この25年幾度の艱難辛苦を是となさん。勝つぞ必ず。しばらく上の地域の多分クエストが出てくると思うんですよね。何をするんですか。改めて君たちの帰還を祝おう。お帰りください。現状は先の報告通りだが、実はね、もう一つ朗報があるんだ。私とアリゼとその道の、権威だったりと、ムーンブリダーが残してくれた知識で、どうにかエーテライトを普及させることに成功した。あ、なるほどね。最近も行動しやすくなるはずだ。戦いはここから激化していく。存分に役立ててもらえたら私たちも嬉しいよ。他のやつも買いました。
リセだか。うん、そうですよね。どう動く感じですかね。攻めるのか、待つのかですよね。解放への道。行き着く間もなくてすまないが、ドマ解放の具体策をこちらである程度詰めておいたんだ。早速聞いてもらえるだろうか。おっと、いいね。さすがっすね。それでは私から作戦を提案させていただく。今回の目的はドマに駐屯する帝国軍の本陣となっているドマ城を攻め落とすことだ。まずリセとドマの人々に各地でできるだけ派手に暴動を起こしてもらいたい。帝国軍の目を引きつけるんだ。同時に飛行銃の扱いにも長けたアジムステップのアウラ族たちが出撃。城周辺の空を制し、飛空戦艦での脱出を不可能にするとともに、飛行型の魔導兵器を抑えてもらう。なるほど。それらの混乱に乗じて、私とアリゼ、忍びたちで大竜月亮門に侵入し、魔導障壁の解除を試みる。魔導障壁の解除。障壁が消え去れば麦港を伝ってドマ城へ接近できる。海賊衆と青コーラの後人族の出番というわけだ。彼らには船の上から砲撃を行いつつ麦港の西岸に向かってもらいたい。西岸？直接ドマ城に攻め込むんじゃないんだね。西から攻めるってのがあれだ。そこには一般市民が多く住まうドマ町人地があるんだ。あ、ドマ町人地。海賊衆と青コーラにはそこで民の安全を確保してもらいたい。追い詰められた帝国軍が人質を取る可能性もあるからね。なるほどね。町人地の確保と同時にいよいよドマ城へ突入する。この重大な役目にはヒエンドの率いる反乱軍の主戦力と君の率いる冒険者部隊こそが適任だろう。ドマ城の内部で代理総督世継を捜索し打ち果たす。指揮と統率を欠いた帝国軍は我々の敵ではない。ドマ解放の達成だ。いかがでしょうか、ヒエン殿。懸念があれば遠慮なくおっしゃってください。いや、非常に良い策だ。そなたは良い目を持っておるのだな。アルフィナの提案通りにドマ城への甲状戦を決行する。先の報告にもあったように時間の猶予はない。皆すぐに支度に取り掛かってくれ。いや、さすがですよね。成長してますよね、かなり。さあ、ヒエル。さて、これより一丸となりドマ城攻めのエリクサ自宅だ。カーズ、そなたに皆の手伝いを頼めるか。何をすべきか、まずアルフィナに聞くのが早かろう。わしも皆とサクの司祭に詰めるとしよう。君も手を貸してくれるのか。ありがたい。では遠慮なく頼み事をさせてくれる。使いですね。先ほど話した通り、作戦開始とともに言わせたアリゼ、そして、忍びたちで、大竜月流門に、侵入。魔導障壁の解除に取り掛かる。その際に、魔導装置の操作は必須だ。こちらにも知識を持った者がいるが、やはり専門家の知識を借りられれば心強い。
そこで事前にタタル経由でシドに、連絡したんだ。本人はこれずとも想定される魔導装置の、操作法について書簡を送ってくれるそうだよ。君にはクガネのウルザハ召喚に戻るタタルのもとで、その書簡を受け取りに行ってもらいたいんだ。なるほどね。その間に私と忍びたちは門へと侵入経路を確認しておく。東電になってその間頼りにさせてくれ。テレポで一瞬だぜ。あ、オッケー。じゃあ、クガネに行きましょう。480、地味に高えよな。こっからアジムステップまで600いくらとかかかるの。ウザハ召喚。いるね、タタルと。しかも着物着てますね、しれっと。しれっと着物着てるわ。わわ、カズさん、遠い遠い大草原に行ってると伺ったんですが、お戻りになったんですか？なるほど、ご無事で何よりです。ノバ反乱軍の状況については、ワルヒノさんより報告をいただいてます。首相タタル、こういう時のための裏方です。武器は持てずともバリバリご協力させていただきます。必中仕事人タタル。すごいね、タイトル。必殺仕事人のパクリじゃねえか。母さん、魔導装置に関する書簡を取りにいらしたんですね。でしたらちょうどよかったです。要は必殺じゃないですね。必中ってこと必ず遂げる仕事人ってことですね。先ほどちょうど西からの船が到着して、雇われの、荷運び人たちが、さんが、荷物や、封書を届けてくれたのです。ヒロさんはこの件を依頼したとき、時間が足りずに直接来られないことをすごく残念がっていらっしゃいました。代わりに気合と言って説明を書くとおっしゃってたので、すごく、きっとすごい内容になってますよ。タタルさん、先ほど受け取った封書は、そこの棚の上に置きましたよね。はい、そのはずですが、これは確かに気合の入ってそうな分厚い封書ですが、よく見ると宛先がちょっと待って、赤線将軍トン状になっています。いや、ダメじゃねえかよ。この丁寧な筆跡、そして薄い漂ういい香り。間違いありません。それは大茶宛ての恋文です。そんな二運びさんは確かに私たちだけで封書を持ってましたよ。手紙間違ってるってことですかね。他の商材と一緒に受け取りましたから、最後に取り違えてしまったんですね。どこが必中仕事人なんだよ。ただ大変です。急いでさっきの二運びさん探してきます。おや、まあ、返却する恋文を持たずに飛び出していってしまいましたね。結局届けんのかよ。母さん、お手数ですが、この恋文を持って雇われの荷運び人の捜索を手伝ってきてもらえませんか？荷運び人は私と同じくらいの体格の、青年です。黒の短髪で動きやすそうな格好をしていたと思います。文字は、明るい色でしたね。私は入れ違いならぬようにここでタタルさんを待ちつつ、うちのものを使って荷運び人を探してみます。必中仕事人タタル。しかもあそこかよ。地味に遠いな。とりあえずじゃあ、潮風亭に飛んで、潮風亭じゃねえ。潮風亭じゃねえ。もう一回ようか。どう見てもこれ違う。これじゃねえんじゃん。ちょっとあんたこちらで、紙の束は見かけなかったね。大事なことが書いてあるんだけどさ。一応渡してみるか。違う、それじゃない。参ったのはご主人から買い物を言い続けられたのに品物に書いてあると帳面を落としてしまうんで。これも違うんだ。どこにいんだよ。タタルを飛びますね。違うらしい。いや、だから違うって。
ただ着物着てんのもレアですからね。ここでしか見られないですね。これかな。ああ、忙しい忙しい。次は防海楼か。いや、潮風艇に先にするか。もうどうした？そいつはさっきウルダー商館に届けた風書じゃねえか。ああ、やっぱそうだね。取り違えた？赤星組、トンシャ宛ての風書だったって。それまで手間かけちまったな。幸いトンシャにはまだ行けてねえんだ。そいつとウルダー召喚宛ての風書を今回するよな。うん。あ、じゃあこれでいいのか。タタルはもういなくなってますね。早えな。申し訳ないです。恋文を忘れたと気づいて戻ったら、母さんが言ってくださったと聞いて。更新していきたかったのですが、諸事情により更新ストップしています。申し訳ございません。これは今度こそ私たち宛ての封書ですね。念のため中身が正しいか見ておくです。正真正銘、指導さんからの、封書、書簡です。魔導装置の操作について何やらたくさん書いてあります。よかったよかった。そんなものが赤星組のところに届いてしまったら、いろいろと大問題になりかねませんからね。確かに。本当です。大切な戦いなんですから、私ももっとしっかりしないと。母さん、私は引き続きここで帝国の動きを探ります。何かあったらすぐに連絡いたしますが、くれぐれも気をつけて皆さんに伝えてほしいです。東アルデナート商会についても、海賊士の皆さんもこっそり武具を取引する形で決戦に協力したいと思っています。それはドマのためです。それとも利益を上げるためです。もちろんどっちもです。それでは母さん、その召喚を、アルフィノさんのところへよろしくお願いします。こんだけ必中仕事に立ったら。じゃあ行きましょうか。アリス。まあさすがにこれだけで終わりじゃねえの。いいところに戻ってくれた。こちらちょうど侵入経路の確認を終えたよ。君の方。これが指導からな。ありがとう。早速目を通して魔導装置の操作に不安がないようにしておこう。これで、大流付き、月亮門の、衝撃がどうにかなるはずだ。とある優秀な常人も、作戦に加わってくれそうでね。必ず役割を全うしてみる。常人が加わるんだ。少女の無。母さん、もし君の手が空くようならアリゼも手伝ってやってはくれないか。彼女は、戦の準備を進めながら、定時の、懲戒もこなしてくれていてね。ちょうどそろそろ時間だと思うんだ。懲戒任務のお手伝い。確かに大事な戦い前だし、目は多い方がいいか。よろしくお願いするわ。ゼノスの暗殺未遂はこっち。からこっち。帝国軍は大きな動きを見せていない。それどころか村々の、粛清もぱったり途絶えたの。だけど彼らが何もしていないわけじゃない。国を丸ごと大粛清するための兵を整えながら、時々偵察を送り込んできてるんだよ。
私たちはそれを払わなきゃならない。今回は列島の北側を何か所か見回ることになっている。さあ行きましょうか。これで北側に行くことになるんだ。OK です。ちなみにね、外出るときは、まあ、ここ上にガーって上がるか、こっちに行く感じですね。まだいる、魚雷が。完全に放置されてる。とりあえずここは問題ないみたい。このまま次の地点に行きましょう。ナマズ地帯じゃん、この辺。もう大丈夫ね。最近は列島にかなり近いところまで鍵付けられたから警戒してたんだけど、念のためもう少し見回ってみましょう。了解。あ、そろそろ出てきそうですよね。獣を倒してるんですね。突然襲ってきたからとっさに切っちゃったんだけど、どうしようかしら、これ。こんな街道の真ん中に転がしておけないよね。だいぶ強くなったな。別にあなたほどじゃないわよ。戦争でどこまで役に立てるかもわからないし、剣と魔法を使った戦い方は普通に合ってただけ。一人で旅してた時にこの戦い方をするやったら強いミコッテ族に出会ってね、少しの間だけは手を解けるけどな。これはあれですね、赤間同士のクラスクエのやつか。はい。それでも再建の、扱いに不慣れだったから、我流の栄帝の刃を要所で使う程度だったんだけど、ウリエンジが用意してくれた再建は扱いやすくて助かるわ。それはともかく、懲戒任務の続きもしなくちゃ、あなたは先に見回りに戻っていてくれる。以前、帝国兵が村人に変装していることもあったから、もし怪しげな奴がいたら声をかけてみて。私もこれをどうにかしたら合理する。うわぁ、村人に変装してる。めんどくせえ、そのパターン。いや、それ普通にあり得るってことですよね。怪しい人物を探すんだって。これか。これ怪しいっすね、確かに。おや、何かご用ですか？私たちはこちらを開いて、新しい、田畑と思いまして、土地を調べているだけですよ。なんです。まさか疑っていらっしゃるんですか？滅相もありませんよ。なあみんな、この方に私たちの事情を説明してやってくれ。逃げた。逃げましたね。早速じゃねえ。そんな4人も見てる強いしたらそりゃ怪しいね。さあ、どこに逃げた？アリゼの方に逃げたか。侵入地点がある。ぽいね。あなたが襲われるのは透明に見えたから逃げてきたこいつ足止めにしといたわ。帝国の手のものね。私もついに年貢の納め時か。なあ、この地で活動してきたが、まさかドマ人でもない。よそ者に引導を渡されるとはな。何を思ってドマに手を貸しているのか知らぬが、そうやすやすと取り戻せると思うんだよ。あの娘、ヨッツィはこの国から最後まで奪い続けるぞ。おっと、来たね。数。いや、このタイミングで超える力が発動するのすげえ殴られてました、今。回想シーンですね。という次第で、ナエウリ家、これ、ヨツイが
あれですね。豪雪が言ってたやつですね。特別恩賞を渡しに来た、教師たちも、朝日の優秀さに一目置いているそうだ。朝日ね。今後の努力次第で、本国の、魔導院に留学できる可能性もある。こんな偏見の属性に、めったにないようであるぞ。引き続き、精進するように。気の強そうなんだ。強烈英雄国でございます。息子の優秀さには私たちは両親も驚くばかりできっと、帝国式教育と相性が良いんですわ。ちっちゃいのが、朝日ですかね。で、これが、4つですかね。香川様、畑の方終わった。いやー、これが4つですね。ちょいと4つお客様の前には出てくるなと言っただろう。ああ、もう小汚い。あっちへ向け。はい。いや、もう、家族からああいう扱いを受けてたってことですよね。今のはお前の娘かね。いえ、その死んだ姉夫婦の娘でして、養ってやってるのに言いつけを守らないので困っております。学者にはよこしているか。あの年頃の児童には教育を受けさせるべしと、俗用で定められているはずだが。はい。モフおじです。時々それなりにないせ、体が弱いもの動画でして。は楽しめていますでしょうか。結構上がっているのでどんな感じで生活してるかわかると思います。うわ、これで終わるんだ。アリゼが止めたんだね。危なかった。ちょっといきなりぼーっとしちゃってどうした？もしかして具合でも悪かった？そうならいいけど、絶対無理はしちゃダメだからね。私は先に戻ってこいつらのことを報告しておくわ。4つの桶は伏せておくって感じか。紹介にもお疲れ様。付き合ってくれてありがとう。襲ってきた帝国についてはみんなに報告しておいた。こっちも向こうもいろいろと情報は隠しそうじゃない。戦備を整えて先に動いた方が圧倒的に有利になる。少年場ね、わしもすぐに他の準備に回るわ。あなたもそうしてほしいけどね、本当に大丈夫。ドマミン。あなたは他に手伝うことって言ってくれるならもちろん止めはしないけど、くれぐれも無理はしないでよね。さっきちょうど一時帰還してきた次世とあったの。なんだか村の方で問題が起きているみたい。奥にいるみたいが声をかけてあげるだろう。私も次の仕事に行ってくるわ。前売り家ってのはまあですね。あんまり、住んでたところで、あんまりいい待遇を受けていなかったってことですよね。実の、姉の、娘っていう、あれかな。っていう感じになってて。で、それとは別になんかですね、豪雪曰く書くっていう話があったんで、まあですね、もう女としても売られていたっていうことですよね。その二つの過去があったから、あんだけ、追加がねじ曲がってしまったと。参ったらこっちの部分の数がカスカスか。手を貸してくれるの助かるよ。私が準備を手伝っている名前村でちょっと問題が起きててね。今回の作戦は最初に私とドマの民で帝国軍を相手に暴動を起こすことになってるでしょ。それに使う武具が足りないんだ。列車に予備があればと思ってきたんだけどダメみたい。これから一世のところに戻って相談するからあなたも良ければ知恵を貸して。
じゃあ、とりあえず名前村行きましょう。いいっすよ。もう話には聞いちゃいたが、あんたも無事に戻ったんだな。心強い。それじゃあ早速。ニッセちゃん、言われた通り、使えそうな縄を集めておいたよ。こっちはノーブの刃を研いでいるが、やっぱ数が足んねえんだ。お前んとこもう一本ぐらいクワ持ってねえか。ありがとう、ちぐさ。手が空いたなら、陽泉さんのとこに手伝いに行ってもらえるか。それからうちの脳がもう全部出したって好きに、家に上がっていいから使えそうなもんがあったら適当に持って行ってくれ。私はね、みんなの分のおにぎり作ったよ。今日こそ一で2位が夕霧さんのとこに届けに行く？バカ。お前何言ってんだ。できたなら早く届けに行ってこい。今すぐ。笑われてる。悪かったの話の途中で、みんな若さが戻ってきてから一層張り切ってるんだ。頼りにしてるよ、村のみんなのこと。けどやっぱり武具の数は足りなさそう。ああ、最悪武器は、木の棒でも何でもいい。だけど防具がどうにもな。戦い慣れてない俺たちは、帝国兵の攻撃は避けきれない。鎧兜まではいかなくても何か防具をつけなきゃ出たそばから倒されていくだけだ。そうだね。列車の方にも余裕はない。韓国に掛け合ってみるとしても、まず私たち、調達の算段をつけたいところだね。ねえ、この辺りに甲冑士はいないの？簡易的なもので作ってもらえないかな。超人地から逃げてきた元甲冑士ならいるよ。腕はいいから頼んでみることもできると思う。けど俺じゃあ、あの人をうまく説得できる自信がない。案内するからあんたたちもついてきてもらえないか。癖の強いタイプ。悪いな、その人の名前は貫さん。今は南の草刈りの里に住んでるんだ、行こう。まだ行ってねえとこあんのか。あの辺に家があるってことですか。ここだ。あ、家あるね、確かに。なんだ、ハゲか。もう、ハゲはハゲは頑固なんでしょうね、ハゲ。若えもんが揃ってなんでいや、そういうタイプかよ。変態タイプかよ。ノマ奪還反乱軍、こいつはおったまげたね。まだそんな無意味なこと言ってる奴がいたのかい。いいぜ、話くらい聞いてやら。だがあんまり笑わすとぽっくり行くから注意しな。ぽっくり行くんじゃねえよ。生き続けるために。で、なんで、帝国兵と戦うために村人が、防具が欲しいって。死にに行くのに、防具が欲しいとアホかい。どうして持ってんのは鉄板でも腹に仕込んでな。男貫き。鉄材を持ってきてくれや、腹巻きみたいな鉄板をこさえてやんよ。いや、貫きさん、鉄材なんてそう簡単には。このアホ、ドンチキ、大うつけ、帝国の魔導兵器の残骸速化しろにあるじゃない。なるほどね。あそこの基地から持ってこいってことか。それ、ジジイ特製の爆弾くれてやら。帝国兵を殺すために作ったもんだから威力は折り紙付き。こいつで兵器を爆破して剥がれた、装甲板を取ってきな。言い方はともかく鉄板を中にして込むってなってたね。他に、耐えれそうな相手もいないんだ。手分けして剥がれた、装甲板を集めてこよう。ドゥン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 。でも集めるのはこの辺って言ってますね。あれか。あれっぽいですね。でもここにあるね。これを使って爆破。ほい。いやー、時間かかってますね。
なあ、こっちはそうだもんね。うん、オッケー。で、次のをさらに集めるのか。なるほど。うい。すん。うわ、多い。いや、6個もあんじゃねえけど。しかも時間かかるのもあんのかよって。よし。よし。よし。あんなまにでかいのがいるね。うん。ああ、やっぱりそうか。リスキーでした。全然 A モブとか遭遇しねえな。モフ王子です。扁桃腺で入院してた頃、ゲームボーイやゲームウォッチをよくやっていたのを覚えています。楽しかったな。いやーなんてこった、おめえまで本気で総合版集めてきたのかい。15個も集めたぞ。あひゃひゃ、なんで本気で村人どもを引き継げ戦い気だってのかい。やめとけやめとけ、ドマは死んだ、みんな死んだ。カイエ様だって若様だってこのじじいが殺したんだ。生きてんだよ、カイエも。あ、カイエは生きてねえか。ヒエンは生きてるぞ。ドマはな、この25年間確かに帝国の属性だった。それでもこの国の色が残っているのはカイエ様のおかげよ。帝国の連中は思想の違う俺たちを支配するため、ゾマを属性としてから数年後にカイエン様を復権させた。実際は何の権限も持たない、仮初めの、殿君としてな。あの方はそれを承知の上で少しでも、ドマを残すために根気よく働きかけ続けた。俺たちはそれが辛くてな。カイエン様の奥様方が長年の、辛労で亡くなられたのをきっかけに、ここぞとばかり反乱の計画を持ちかねたのさ。以後約10年。念入りに準備を重ねたが最後知っての通り惨敗だ。カイエン様はこんなじじいたちを生かすため、豪華に煙る超人地で撃たれた。その時にドマは終わった。ああ、終わっちまったんだ。勝手に終わらせるなよ。まだ先ある。そのために俺たちは戦うって決めたんだ。それにカイエ様を残したのもまだ消えちゃいない。若様はこいつらを連れ帰ってきてくれたんだ。ヒエン様はそんなおい、冗談じゃねえだろうな。冗談なんかじゃない。ヒエは戻ってきてる。ドマのために戦うつもりで。ああ、なんてこった。本当にそんなことが。うん。来たね。ならこうしちゃいらんね。皆を守る国旗の腹あって、撃たせてもらおうじゃねえか。必要なのは10か100かいくつでも構わねえ。この貫きのじじいが撃つ。わけのちょっと手伝いな。オッケー。じじい復活。物の不今はなく。やったね、カズ。こうやってまた一歩国の未来に繋がっていく。今のドマのみんなの、熱気、私きっと忘れないよ。あなたも手を貸してくれてありがとう。あとは私たちと村のみんなでどうにかしておくよ。だからここは任せて列車に戻ってほしいんだ。まだ準備終わってない人がいるかもしれないから、反乱軍のみんなに声をかけてあげて。いやー、まだあんのかよ。いやー、なんかすげえなんか3人いるんですけど。情報を集めるそう。いろんなとこ行かされてますよね。プガネとか南のとことか。お疲れ様です。こちら豪雪の厳しい指導のもと順調に仕上がっております。元次郎。準備の進捗ですか？こちらどうにか、予定通り、どれだけ備えても不安はありますが万全を尽くしましょう。
花です。こちらの支度は、筒がなく、これより飛燕様より言いつかった。草原のある族の指示書をしたためるところです。飛燕様といえばお出かけの準備をなさっていたご様子。カーズの、もし他に火球の用がなければ我らに代わり飛燕様の護衛をお願いできませんか。なるほど。飛燕の護衛をするって流れになってますね。わしの護衛を頼まれた。はあ、近所に出てくるだけなのだがな。いや何、作戦の前に一度ドマ城を見てこようと思ってな。護衛はともかく時間があるならそなたに見せたい。同行を頼めるか。よし、では行こう。ドマ城を望むには、西の、門前寺城がうってつけだ。いや、あんなとこ行ったら敵、ワンサかいると思うんですけどね。で、こっちですね。うん、まあ城下町ですね。もうここに行くともう敵がわんさかいるんですよね。うん。あがつきをふさ。3体かよ。めんどくせえな、3体。はい。うん、OK。いや、テレポ台が帰ってきて嬉しいぜ。ここから先は、門前寺城。有力な侍の、武家屋敷もつながる一等地だったんだがな。この通り戦で、焼き討ちにされた。再建が手つかずのところを見ると、見せしめとして放置されたか。うん。行こう。もう少し奥からの方が城もよく見える。ワンサかいますね。人影はなく、からくり兵器どもが、して報道いか。これでもありし日は、あるけど、誰しもなく声をかけてくる。お偉いの、多い通りであったのか。まあ、温かい言葉ばかりではなかったな。占領下の国士一族となれば、帝国よりであれば、土間よりであれ、割り切れ思いがあろう。それでもそれぞれが明日を憂い、弁を交わすは互いの命があったが、かような実現さえいくらも良かったわ。あんな感じなんて読むんだよ。暗くなった絵は先に進みがてら、傷みの少ない、痛みの少ない武具でも拾っていくか、道具としてここに、捨て置かれるよう報われるよ。その他この通路の突き当たり、南西の区画を見て回ってくれ。探索の後、城に近い場所で合流しよう。で、フェイトの大型が現れるんですけどね。ボスクラス。まあ、いないっすね。この辺っぽいですけど。どこだ？いや、ないですね。いや、ないですよ、ヒエンさん。あれこれか、これだ。どうだカズ、戦に使えそうなもの残っていたか。刀か。鞘はついておるが、野ざらしにあったのすぐには使えそうもないが。だが、よければわしに預からせてくれ。連れてはいるが、鞘の家紋に見覚えがある。共に学者に通った同輩の家のものだ。刃を抜くまでもなくとは、さぞや無念であったことであろう。
やはりこっからが一番よく見えるな。あれがわしらの攻め上がる、ドマ城だ。独州となってから大半の時、あそこは、帝国軍の拠点が置かれてきた。今や大総督4つ上の居城だ。父上はともかくわしには遠い場所でな、登場したのを数えるほど。それでも天守閣からの眺めは忘れられん。わしは領土を一望してなんて小さいと思ったんだ。あの場所から見えん土地もあろう。だがそれにしたってあまりに狭い。見渡したらそれっきりの場所がドマだった。なあかず、旅をしてきたそなたなら分かっておろう。わしらが奪い返そうというのは実は小さい。土地の広さだけの話じゃないだ。一国の、清水の所詮長い歴史のほんの一端だ。だが人はそこに生きておる。朝な夕な、とどまることなく、短き日々に一喜一憂しながら、俯瞰すれば、たったそれだけの人生に懸命だ。私はそこに命のありようを見た記載しだ。故に飛燕という男の命もまた、それだけのものを守るために費やしてゆえんだと。それを肌で教えてくれた意図、高き尊き城よ。されども民なくばそこからの景色は意味を持たん。なればこそわしは、いや、待てよ。なんか作戦思いついた。大変な数。ある日の策を、さらに必勝する案を思いついたわ。これはもう我ながら典型を得た気分だ。早速戻って皆に提案するとしよう。モフおじです。学生の頃はお金がないので60円マック生活と流行ってましたが懐かしいですね。最後の余白。カズさん、先に、レジターに戻って皆を集めてほしいとある日に伝えてもらえんか。合わせて後人族からの連絡役をよこしてほしい。わしもすぐ戻るよ。よろしくな。しかもこれ中じゃねえのかよ。微妙に距離あるぞ。いや、でもここで合ってんのか。合ってますね。イエン殿が策の変更を提案したいと。分かった。でも、今一度みんなに集まってもらうとしよう。それから後人族もだね。そちらも急ぎ、青コーラに連絡を取ってみよう。彼らが到着するのを待って緊急会議だ。さあ、来ましたね。青コーラの使者到着したわよ。やっほー、毎度ごひいきに長老に言われて代表で来ました。そろばん久しぶりだね。一緒に戦えて嬉しいよ。では、わしから一つ提案させてもらってよいか。呼びつけてすまんな。こたびの作戦はすでに聞き及んでいると思うが、それにあたってそなたら青コーラに相談がある。まじないの類でも道具を使ってでもいい。そなたらは水中から土間城の城壁を崩せるか。水中から土間城の城壁を崩す。できなくもないよ。水雷を仕入れてオイラたちの術も合わせればおそらくドッカーンと、よし、ではその準備を頼む。現状の作戦を一つだけ変更したい。青コーラは海賊衆と別行動だ。作戦開始に合わせムニ湖を遡り上流側の城壁を爆破。土間城を水没させてくれ。土間城水没。待たれよ。今は敵陣なれど土間城は取り戻すべき祖国の象徴。
それを水に沈めるとは何故にござるか。無論勝つためだ。水攻めがなれば城内にいる敵戦力の大半を一掃できる上、夜露の逃げ場も天守閣の上部に限定される。本当によろしいのか。城に格別な思いがあったのは誰よりも若と父上でござろう。ドマとは城にあらず、民が生きれば城などまた建て直せよう。故に今は民と共にこの戦を勝ち残ることのみ考えよう。わしらの国が何かを失うのはこれで最後だ。ヒエン殿、あなたのお覚悟しかと受け止めました。私には何の異論もありません。勝ちましょう。何としても必ず。おいらも了解だ。あんたたちの決意にきっちり応えようじゃないか。長老に伝えて早速準備するよ。皆のおかげで戦の準備はおおよそ整った。青甲羅からの報を待って作戦を決行とする。各自最後の仕上げを頼んだぞ。あ、でも遊戯に会話するんだ。まあここでなんか言うんでしょうね。あ、しかも遊戯とかあれか、他もリセとかもですね。貴殿の尽力もあり、戦支度はかなり進んでいる。それでもギリギリまで調整を要するだろうが。私も当日は他の常任に忍び、部隊を任せ、貴殿やヒエン様ともにドマ城へ突入する予定だ。どうかよろしく頼む。全然その話じゃなかった。城を壊す件にして何も言わねえのかよ。よし、それじゃあ私は村の方に戻るよ。貫きさんやみんな頑張ってくれていて、準備はあと一息なんだ。あの調子ならきっと間に合うはず。私ももう少し、あともう少し、頑張ってくるね。あとアリゼかないや、違うな。あれ誰だ。あ、モーセツか。貝立て。A の仕上がりまずまずでいったところでござる。あとはよく休養し作戦備えるのがよかろう。もしも忙しくあちこちを走り回っていたようだが、親身の、備えは万全でござるか。ついに決戦だ。悔いなきを迎えねば。ダルフィン。みんなまだ準備で忙しくしているものの、大きな問題は起きていないようだね。青コロ次第であるが明日には作戦決行となるか。君にはドマ城に突入するという肝心な役目がある。ここまでの手伝いに奔走してもらったし、罰して休んでもらいたいのがどうだろう。そろそろ休んで。ああ、ぜひそうしてくれたまえ。お疲れ様。そして明日は頑張るからず。さあ、藤井は生きてますね。お、理性。あ、まだ起きてたんだね。私は村のみんなに追い出されたとこ。一番暴れなきゃいけないんだから早く寝ろってさ。明日は決戦になりそうだね。
緊張してるけどどこかで流行ってる自分もいて、なんだか不思議な気持ちだよ。変わる予感っていうのかな。戦いが終わった時、私たちは何を得て何を失ってるんだろう。私力いっぱい戦うから、この旅で知ったことや思ったこと全部を込めて一秒一秒を戦い抜くんだ。それじゃあ先に寝るね。あなたも無理しちゃダメだよ。そうだ、あなたが寝る時にでもアルフィノたちに声をかけてあげて。今はまだそっとしておいた方が良さそうだからさ。そっとしておいた方が良さそう。なんでしょうね。見てはいけないものを見てしまう。やっぱり見てはいけないものを見てしまってますね。仲いいじゃねえかよ。お、そなたもまだ起きておったか。どうだ、こっちで一杯。夜更かし組。ちょうどいい。野郎同士で仲良くするならこれがいいですよ。促さねばと性癖を語り思って合うおったところでござる。なんです酔ってんじゃん。こら豪雪やめておけ。まったく酔ったそなたは説教臭くてかなわん。明日のことは皆で十二分に話しただろうに。土間城の水攻めもいい加減に腹をくくったらどうだ。腹くってねえんだ。無論男に二言はござらん。ただいよいよ決戦かと思えば、これまでの苦労が思い出され、あれやこれやと口を出さずにはおられんのです。はい。拙者は侍大将という大層なお役目を頂戴しながら、この人生において二度も大きな失態を犯したのでござる。一度目は25年前、力及ばず帝国に敗れ、主君を幽閉の浮き目に合わせたこと。拙者も監獄につながれ、死して詫びることばかり考えておった。しかし海燕様はやっと許された面会の機会に、あろうことか拙者を呼んだのでござる。そして生まれてくる息子春坊のために生きよと命じられた。さようでありながら、拙者は二度目の失態を犯した。先の反乱で海燕様を討たれ、お守りすると誓った飛燕様さえなくしかけたのだ。まっこと拙者ばかりがおめおめと生きながらえ、なんと厚顔無知であろうか。海燕って別のコンテンツでね、回想シーン出てくるんですけどね、FF11 と同じデザインですね。FF11 でも海燕出てきます。お二人の皆のおかげで、かような不忠者の拙者もこうして再び大義のための出陣と相なった。かたじけない、まことかたじけない。たわけ、泣くのが早いわ。涙というのは喜ぶにせよ悲しむにせよ
結果という行き止まりが見えてこそこぼれるものだ。わしらはまだ道半ば。終わりを察するには早すぎる。しかるうちはお互いただを笑っていよう。しかしそなたらのおかげでここに至れたというのにはわしも同感だ。この恩返しはいずれ必ず。まずは明日そなたの力を存分に貸してくれ。夕霧もいつまでそこに突っ立っておる。眠らんのならおれそなたも付き合え。こっそりこんなとこにいるし。申し訳ございません。立ち聞きなどぶしつけな真似をいたしました。主命とあらば慎んで。主命。起きてるね。この一日経ったってことか。おはようでいいのかな。悶絶していた。何を言ってんだ。いざ解放決戦へ。そなたの来たが酒盛りに誘っておいてながら少しは休めたか。先ほど青コーラから準備完了の知らせが入ってた。みんなすでにそれぞれの待機場所に向かっているな。あとは作戦開始の号令をかけ、わしらも待機場所に向かうだけだが、その面立ち、良いかと聞くまでもないか。ではある日の各部隊に作戦開始の連絡を頼む。今のところドマ城の帝国に変化はない。奴らが動き始める前に、我らドマ反乱軍総力を持って仕掛ける。了解しました。では通信で回線を告げ、私も持ち場に向かいましょう。イエン殿とカーズは、門前事情で待機を。すでに遊戯と豪雪も向かっています。合流して必ずや勝利を。でん。さあ。頑張りましょう。ついにドマ甲状戦ですね。長い一日。この帝国のあれか、きちんとか。あ、リセと村組か。了解。作戦開始だね。それじゃあ、私たちから仕掛けるよ。暴動を起こすんですね。みんな、やることは覚えてるよね。準備はいい？もちろんだ。今まで踏みにじられた分、俺たちの意地を見せてやる。よし、行こう。作戦開始だ。まったく、こんな場所警備する意味があるのか？暇で仕方が。あ？ワンサで来ました。こちらカストルム・フルーミニス、緊急事態発生だ。武装した村人どもが基地内に侵入し。
こちらリセ。襲撃は成功。帝国兵が集まってきてる。引き続き連中を引きつけながら大暴れするよ。さあ来たね、空組。空組アジムステップですね。来た、ヨハイ。サブに。戦はいい。力を持ってヨハイらの意向をあまねく知らしめるだけだ。だがなぜこの狂犬のごとき女と組まなければならない。いかんだ、甚だいかんだ。今日も絶好調に偉そうだな、クソ男。その言葉そっくりそのまま返してやるよ。絶好調。モフおじです。だが YouTube は昔の動画も見られるのでほんといいですよね。今までのアーカイブ残しておいてほんとよかったです。獲物のお出ましだ。あんなので来る。うわ、飛びの。うわ、叩き切ってる。すごいね。たげるな、おい。この魂が盛るまま壊し尽くしてやるよ。兄弟たちよ、遅れを取るな。ヨハイらの父、偉大なる太陽神アジムにかけて殲滅せよ。でんでん。あやつら張り切っておるな。これはわしらも負けておれん。見るでござる。月亮門の障壁が。さあ、海賊組かな。あ、これはあれか、アルフィノたちか。アルフィノ殿たちが成し遂げられたか。さすがに早い。里の優秀な忍びを一時帰還させた甲斐もあったようだ。上人ですね。うわ、3人でやってる。海賊衆の皆、聞こえるか。魔導障壁は解除した。そのまま船を進めてくれ。超認知を頼む。しっかり正門壊してる。さあ来たね、本陣。城に水が。
青コーラの方も成功だ。これで部隊は整った。あとは我らが城内に攻め込むのみ。いざ出陣だ。4つ。世継ぎ様、大変です。何者かが城壁を破壊、城内に水が流れ込んでいます。らしいね。帰る城を捨ててでも民の行く末を取るってかい。なるほど。いかにも高潔な侍畜生どものあがきだよ。で、クノボーはどうしてる？はっ、アウルス様に助言をいただいた通り、手術が完了いたしました。おそらくは成功です。手術。そうかい。バカとなんとかも使いようってことかね。大義だ、志だ、あるいは復讐だと何かを心に刻んだ奴には破滅しかないのさ。最後までせいぜい火花を散らしてもらおうじゃないか。よく聞け。ゼノス様からのお達しだ。ここを落とされれば生き残ろうが命はないよ。死ぬ気で戦いな。はい、すぐに皆に伝えます。ドマの怨念め、何度でも奪いに来るがいいさ。だが私もここまで生き抜いてきたからね。ちょっとやそっとで倒れる花と思うなよ。さあ、4つでもあがきをしてくるってことですね、これ。今、民の奮闘で帝国軍が混乱し、海賊衆は町人地は守られ、アーラ族と後人族の協力で敵将の逃げ道を断った。豪雪遊戯カーズ、いよいよドマジャに乗り込むぞ。早く、南西の、眼下にある、船着き場へ移動せよ。そこは ID の入り口ですかね。そうですね。もっと大ボス混じってやがる。いや、混じっとるね。いや、そうじゃ無理だな。そうじゃ無理だね。いや、ひよこさいねえと無理ですね、さすがに。削りきれないですね。はいはい、待ってたよ。城の中まで船で運んであげるから乗ってきな。カーズ、城内ではわしは別行動を取らせてもらおう。その他遊戯と豪雪ともに派手に暴れてくれ。戦力差からして長期戦にはできん。あなたが敵の目を引きつけてくれている隙に、わしは敵兵の裏をかきつ天守閣を目指す。何、こちらの心配いらぬ。登場したことほど数えるほどだが、父上、城内の構図は叩き込まれてるんだよ。それぞれが天守閣の上部を目指し、明朝には四つを打って決着をつけようぞ。よし、では行くぞ。いざ解放決戦、ドマ城攻めである。解放決戦、ドマ城。ってことは、豪雪と遊戯人になるっていう流れですかね。一応コンテンツサポート見ときますか。いねえじゃねえか。豪雪いねえぞ。なんでいねえんだよ。遊戯はいますけどね。あとは普通のあれですね。忍者っすよね。ドマンシャーマンとドマンリベレーター。
タンクってことですかね。侍ですけどね。ちょっとトイレ行ってから返しましょう。いや、ちょっと寒いな。いや、夏終わったね。寒いね。僕は寒いよ。よし。ただいまです。ちょっと待って。もうお掃除です。いたずらしい。最近の携帯は優秀すぎて買い替え不要ですよね。2年買い替えの安売りが流行っていますが、アプリ系のデータ移行がめんどいんですよね。例えば身分証明したらログインなしで一気に全て移行できるようにできればな。ちょっと待って。これでいいのか。もうさ、集中できないから、もうさ、集中できないから、ドマジをやんの今から。さほら、すぐ来た。ちょっと待って、もうさ、ダメだよ。下行って。下行って。よし。OK。よろしくお願いしますと。解放決戦の文字を。マンサがいるので出てくる。よし、OK、よろしくです。はいはい。はいはい。はいはい。
ケー、1ボス。はい。よし。こっちにとかになるかも。ほら、なんか、あ、ここか。いや、そっち行くんじゃん。系はこいつ。よし。はいはい。はいはい。
めんどくせえな。どうすかな。そう、グリーンワートですね。おー、カーズって言ってますね。ほら、強く天敵殺す。いや、改造されたってことですよね、シーズスピストル。改造されてますね。うわぁ、もう顔が出てねえ。先に行くんだ。いや、すごいね、チェーンソーみたいなの持ってる。あ、落ちした。ここまで本当に嫌だ。ほら、まだ。万歳じゃないな。いや、まあ、これでグリーンワートの終わりですね。イエン様、我らも天守閣で、さあ、見ましょう、最後。代理総督ではなく、一人のドマ人として、そなたに釈明があるのなら聞こう。ドマ人だからなんだって言うのさ。お前さんたちが好きで好きでたまらないそいつは、私にとってことごとく邪悪だった。
私の親は私を牛や馬と同じに働くだけ働かせた。そして可愛がってた弟に出世の兆しが見えると恥を隠すように私を嫁がせたのさ。私をめとったクソ親父はいいように暴力を振るった。親を敬い主人を立てろと行動を解く連中にはいつだって見て見ぬふりをされてきた。私はもはや果たしてなかった。ドマの誰もがこの心をあるとみなさなかった。結局旦那が早くに死んで厄介払いで売られた先で帝国の諜報員として生きる道を見つけたのさ。あの時は嬉しかった。目から鱗が落ちた気分だった。親でも旦那でも店でもなく、私自身にお金という価値を支払ってくれたんだから。私はそれで満たされた。そのはずだった。なのにあの反乱で蹂躙されるドマ人を見ていたらね、もっともっととうずいたの。かつて見向きもしなかった私の足の下で奴らが苦しみあえぎ泣き叫ぶ姿、私より無力で愚かだと烙印を押す瞬間そうよ、私は挑み続けた。嫌いで憎くて恨めしい窮屈な世界に、そこに生きるお前らの許しなど断じているものか。と崩れるか。優しい若様たち、聞いてくれてありがとうね。縁も竹縄、最後の余興と行こうじゃないか。余興。誰かが生きるかもろとも死ぬかかけようか。まさか最初からこのつもりで天守閣を破壊する気か。いや、さすがね、ひえ。あ、切ったね。そなたの怒り、他ならぬ。このわしが聞き届けた。いや、今の危なかったね。急ぎ、ここから脱出だ。城内で戦い続けている者にもそう伝達せよ。さあ、ちゃんと逃げれるか。いやー、こう戦場崩れるんですよね、多分。そうっすよね。いやー、豪雪っすよね。若、今のうちにお逃げください。さらに崩壊が進めばさすがに拙者も支えきれぬゆえ。貴殿はどうするつもりだ。絶対に置いてはゆかぬぞ。夕霧、しっかりいたせ。まずは若と英雄殿の安全が第一でござろうが、拙者のことは後でどうとでもなる。腰痛が。うわぁ、最悪っすね、この方。
いや、もう豪雪と相打ちをするってことですよね。さあまあ見ろ、この賭けまた私だけ負け。モフおじです。ダイエットでカロリー計算したい場合はセブン。美味しい食料品はローソン。ファミマは大盛り系とパンと台湾ウーロン茶がいいですね。なんのこれしき。拙者しぶといのが何よりの取り柄にござる。さあ若夕霧英雄殿、すぐに脱出なされよ。そして勝利の知らせを国中の皆に届けてくだされ。ありがとう、豪雪。命について語ってましたもん。感謝したいのはこちらでござる。お主らと共に歩んだからこそここに至り、拙者もようやっと本懐を遂げられる。豪雪、そなた己を不忠者と言ったな。だがわしも父もそなたほどの忠心を知らん。常にそばにあり、わしらの夢を己の理想としてくれた。その志はわしらと共に遥か先まで土間を作ろう。誠大義であった。ありがたきお言葉にござる。皆さんどこですか？さて賭けだったか。こたびの勝負結果は。ああ。いや、こんなんどう見ても助からないっすよ、普通に。下敷きになってますもんね、どう考えても。よかった、皆さんご無事で。いないですね。豪雪さん、私探しに行ってきます。まあ仕事丸ごと追没するってことですかね。シリナ、今は前だけ向こう。わしらが進む限り豪雪は共におる。わかりました。安全な場所まで行きましょう。皆さんもきっと心配しています。
ちょっとお待ちくださいね。よし。さあ、頑張りましょう。とりあえずドマはこれで解放したっていう流れですね。あとはあれですね。アラミゴですね。いや、このやつ伝わってねえのかもな。カーズ・ゴーセツの姿がないんだ。彼は。ドマという国。状況は分かった。この勝利、確かに皆に伝えよう。だがお願いだ。私たちにゴーセツ殿を探させてほしい。ほんの少しで時間で構わない。だから。だったらオイラが泳いで近づけるとこまで行ってみるよ。まだ崩落が続いている水の中の方が行く分安全だからね。ある日の今はそろばんに任せましょう。こういうとこはやっぱ諦めないですよね、ある日の。石ガールドの経験があるんで。カーズの国かもしれないが、キレに頼みたいことがある。ヒエン様がそれでも笑って前に進もうとするなら、どうかキレも笑ってやってくれ。お待たせ、行けるとこまで行ってきたよ。教えてソロバン、城の様子は、豪雪は。残念だけど天守閣はペチャンコさ。崩落の順は定かじゃないから先に床が抜けて川に落ちていたらまだ助かってる可能性があるけど。もうこれにかけるしかないってことですよね。ごめんね。水は濁ってて見つけられなかったんだ。ありがとうな、ソロバン。辛い役目を引き受けてくれたことも誠に感謝いたす。では行こう。城が崩れたまま里もなしで仲間たちも民も気が気でなかろうからな。本当に良いのですか、ヒエンド。すべてはあの笑みと共に受け取っておる。なればわしはわしの役目を果たさねばならん。わしらはこの手にドマを取り戻したんだから。リセは何を？私、海賊船に行って、町人地までの船を回してもらってくる。で、アフリの、列湾に残っている人たちもできれば町人地に集まってて、連絡をつけられる。それなら私は待機しているサドゥやマヌガイさんにも、このことを報告しておきますね。ああ、頼む。大いに助かったとよくねぎらっておいてくれ。カーズよ、この革命、そなたらなしにはなし得なかった。わしらは取り戻したものを共に見届けてもらえるか。オッケー。じゃあ、町人地の方に向かいましょうって、そこでいいのか。淡水が運んでくれるのか。いや、お疲れさん。お前のことをうちの、棟梁も、民衆も間違えないので、町人地まで送ってからどうする？船を出して。はいよ、そんじゃ行く奴はみんな乗り込みな。戦い終わってどれほどの悲しみを味わってきたとしてもな、ここから泣くまで、笑っての大騒ぎだ。この頃の町人地の状態が見えるって感じかな。棟梁もいるね。皆、もう集まっている。他の場所で戦っていた連中も運んでおいたぞ。そうか、助かる。海賊衆にも世話になったな。気にするな。俺にとっても25年間待ちわびた瞬間だ。モフ王子です。
雑談ですがリライブシャツで効果があったのは薬局からの飲食料。ペットボトル2リットル2本ほかが軽かったですね。腕で持つのが良さそう。おお、飛燕様だ。飛燕様、若様。ああ、ご無事で。飛燕様、皆あなたのお言葉を待っています。ああ、そうだな。よし、代わりに行こう。しれっと言ってますね。そう言われると、がぜん譲れんという気が湧くな。ありがとう。行ってくるとしよう。こうして改まると、ひどいものだ。人も土地も傷つき、疲れ果てておる。そなたらの長年にわたる忍耐、多くの者が命と共に託した希望、それらが同志を集わせ革命を遂げる力となった。25年の時を経て今この地に帝国の影はない。やっと時代が変わる。いや変えねばならんのだ。ところで皆、まだ立ち上がる気力はあるか？ここにまたドマという国を作りたいんだ。力を貸してくれ。よし、よかった、頑張ろう。こっから復興させていくっていうのがすごくいやまあ大変だと思いますけど。大丈夫よ。この光景は今にドマだけのものじゃなくなる。私たちがそうしてみせる。でしょ？必ず。私も同じ気持ちで胸が詰まりそうなほどだ。だから行こう。この戦いの悲しみも喜びも全てを次につなげるために。どう
うするんですかね。これアラミ語に来てくれって言うんですかね。こっそりこれ行くって、出ていくっていう流れになってますね。一斉に行ったら泣いてばっかり。よしよし。なんか専用エリアがあってんな、この時点で。いやー、ボロボロっすね。いや、これ結構大変だと思いますよ。これはね、こうするっていうコンテンツが出てくるんで、まあ、それをね、やってればね、あれですね、こうできるっていうことですね。まあ、その辺は各自でなんですね。プレイヤーとしてプレイして、試してみてください。これがそうです。こうするとね、いい街になりますからね、最終的に。もしかしたらあれっすね、ペケゼロを過ぎたあたりのここに来ることになったら、もう復興してる状態としてお見せできるかもしれないですね。君ももういいのかい？この革命機っての心者なんだ。もう少しぐらい、皆と喜びを慕ってきても構わないが。そうか、では私たちのやり方でこの革命成功を祝すとしよう。名残惜しさは尽きないが、ノマの解放がなされた今こそ、アミノ解放軍が再起する瞬たない好機だ。ガルマ帝国はこの衝撃に少なからず揺れるだろう。我々急ぎギラバーニアへ戻り、ノマに続いてアラミノ解放を成し遂げる。もともと知ったら帝国がドマ奪還に乗り出してくるかもしれないし、ね、その前に今度アラミゴを騒がしてやろうじゃない。皆さんも出立されるんですか？やるべきことがあるからね。シリーナたちは。戦が終わったと告げたら他の部族の皆さんは早々に帰っていきました。役目を果たしたとそれだけを言い残して。私もこうして皆さんにご挨拶できましたからそろそろ草原に戻ろうと思います。オイラたちもひとまず工業界に戻るよう、その後ドマ復興のお手伝いって形であれこれ取引しに来ると思うけどね。なんだよ、揃いも揃って帰るってか、お前ら大概釣れねえな。来たか、飛燕ですか。違うな、淡水だ。まあ、俺たちもこれから帰るとこなんだから、うちの棟梁としたらどうにもあっちに混じりたがらないし。俺は海賊だからな、祝杯をあげるとしたら、上の裏ぶれた酒場で十分だ。そりゃちげえね。で、物はついたらいつやと借り回ること、宿場まで送ってってやるよ。出立の支度ができたら声をかける。で、お邪魔にならないようにうちに失礼します。皆さんどうかお気をつけて。ありがとう、シーナ。草原に出るときに言ってくれたこときっと叶えるよ。私もグレンの解放者になってみせる。青の玉水でも朗報を待っているよ。それじゃあまたね。いいっすね。運んでくれるのありがたいっすね。もうやり残したことはないから、それならクガネに向けて出発するぞ。よろしく。ああ、任された。じゃあ全員乗れ。船を出す。あ、もう着いた。一瞬だ、一瞬。まあ一応タタルのために帰ってきてますけど。奥さんだけ。さて無事に到着だ。俺たちは本来入港を禁じられているからな。赤星組が来る前にずらからとしよう。ドマの解放を本当に感謝する。俺たちに武器を押し付けてくれた金髪の商人にもよろしく伝えておいてくれ。押し付けてくれた。別れと帰還。それではタタルの待つ、宇田商館に戻る。連絡が入りであるから帰還を待ちわびているはずだ。二人ともこまで助かった。アンジェルまでもないでしょうけど、島まで安全な航海を。他の海賊たちにもよろしくね。
金が増えてやむなく年俸制をやめたのですが、今は年齢的に普通に貯金できるのでいいかな。ボーナス額も上がりましたしね。今コンテンツこうなってるんですね。死んだのチェールかのコンテンツあるんですね。こんなマークになってるのに。いや、もうこの辺にあれがない、エーティライトねえのめんどくせえな。全然ねえじゃねえよ。そうか。皆さんお帰りなさいです。ただいまたたる。それに韓国の海賊中の件は助かりました。いえ、めっそうもありません。私は自分の商売をしたためですからね。何せ無事に戻ってきてくださって何よりです。急いでエルザに戻る件も伺っております。向こうに連絡を入れるとともに、4面分の船の手配を済ませておきました。4名分たたる。もしや君は戻らないのかい？来たね。戻んねえのか。はいです。ノマが奪還されたといえ、奪還できたからこそこちらに残って東西をつなぐ連絡役が必要ですから。その役目なら私がやりますと言ったのですが。ハンコックさんは好きならば利益に走るので油断ならないのです。この通り手厳しいです。なので私はこちらに残って当方の様子をお伝えします。潮風亭も老婆の、店も、今じゃみんなお得意様。どうとお任せください。お得意様になっちゃってるよ、いつの間にか。すごいね。ではでは皆さん、帰還に備えてご準備を。お買い物などありましたら今のうちです。乗船の手続きは私の方で済ませておきますので、ご準備ができたら、第2鳩場で集合です。まだクガネの暮らしを楽しんでいたいってことです。はいはい。はいはい。おいで。もっとおいで。今ならいいよ、来て。今なら来ていいよ、もっと。潮風店とかか。潮風っていう。タタル。カーズさんが1着でしたね。皆さんが集合するまで、一緒で待つです。待たせてすまないね。おかげで支度は万全だ。やり残したこともない。それは良かったです。この船旅はいわば最後の休息。エオルゼアに戻ったらまた激戦が続くんですから。これで終わりじゃないですからね、これに関しては。だとしたら今度こそ途中で変な海域に引っかからないといいけどね。海域。タタル、君の方も情報収集の際には気をつけるんだ。ただでさえも私たちにはイシュガルドで前科があるんだから。へえ、何それ面白そう。詳しく聞かせなさいよ。前科。いや、それは。おーい、その執行しばし待った飛燕が見送りに来てますね。夕霧。飛燕に夕霧？二人ともどうして？トマの方は？どうしてとはわしのセリフだ。
まったく挨拶もなしにいつの間にか消えているとは水臭いにも程があるぞ。貴殿らがクガネに帰ったと聞き、急ぎ追いかけてきたのだ。ドマの方はまだ喜び冷めやらぬ大騒ぎでな。抜け出しても問題なかろう。そっか、それでわざわざ見送りに？それもあるが、そなたらにどうしても伝えたいことがあってな。こたびはそなたらの尽力あってこそ勝利を得たようなもの、心より深く感謝いたす。この第四を返すためにも取り急ぎ国政を整えしたい。エオルゼアへ友軍を送りたいのだがどうか。それは願ってもない提案ですが、ドマにもいつ帝国軍が報復に来るかわからない状況です。今は防衛に力を割くべきでは。それについては策がある。忍びの里の者を使ってドマの勝利を他の帝国属州に伝えるつもりだ。各地で反乱の機運が高まれば帝国もドマばかりにかまけてはおられまい。それにこれほどの恩に報いれん口はあの豪雪に合わせる顔がないからな。わかりました。そのご提案ありがたく頂戴して同盟軍に伝えましょう。ドマの無事は何よりそなたらの西での暴れっぷりにかかっておる。大役だぞリセ。もう迷いなく皆の前を歩めそうか。うん、やりたいこともやるべきこともちゃんと見えた。ドマの戦いからずっと進みたくってうずうずしてるんだ。そいつはまっこと頼もしい。夕霧、そなたもエオルゼアに行け。あちらにいる民に勝利の知らせを届けるとともに総力を挙げて第四に報いよと伝えるのだ。承知。一足先にかの地で友軍との合流に備えましょう。皆さん、そろそろ船が出港するみたいです。ねえ、遊戯くん、もうヤストラとかの代わりってことですね。おっと、それはいかん。くれぐれも達者でな。遠くないうちにまた会おう。一方、アラミゴロイヤルパレス。おっと、これはゼノスか。ゼノスっぽいな。なんとドマが落とされるとは。やはり現地人に代理総督のには重すぎましたか。まったくだ。殿下からお役目を頂戴しておきながら無駄死にとは。ゼノス切れる。切った。あれはまた生き延びたか。ならば牙の一つも研がれていいよ。
モフおじです。結構雑なタイプの人間だとは思うのですが、朝夜のモフさんのご飯をあげるのを忘れたことが今のところ一度もありません。奇跡ですよね。仙人隊長フォルドラレムルプス、ゼノス様がおっしゃられた獲物を捕獲し、ただいま帰還しました。獲物。うわぁ、クルルだ。クルル捕まってるよ。クルルだけか捕まったの。ゼノス・イエ・ガルバス、あなた何を企んでいるの？底なしの闇みたいな目、本当に飢えている獣なのはあなたじゃないのかしら。貴様の剣をフォルドラに渡せ。はい。ゼノス様、これは。受け取れ、こたびの褒美だ。元の持ち主以上の働きはできような。はっ、必ずやゼノス様のご期待に応えます。ではまずその耳障りに鳴く豚を黙らせよ。俺では命までそぎ落とすからな。どうなんですか。いやー、クルーさん。この件は今の時点では伝わってないですよね、この連中に。とりあえず現地に行ってですよね。戻ってきたのね、私たち。神々愛妻し王者。私たちの次に戦うべきだったんですよね。もう負けに打ち引き続かれながらここに出発した時の私たちに、たくさんの経験や絆が私を強くしてくれた。さあ、やっちゃうよ。ゼノたちを倒して、今度はアルミゴを、笑顔でいっぱいにするんだから。待っていたものいないです。ようやくエルザへ勝ってくることができたね。オーロと違って順調な航海が、続いてくれて安心してる。海の階段話の続きはなくてよかったね。お化けに弱いです。もうあの話はいいだろ。とにかくこの、東方遠征は長く厳しい戦いの連続であったが、それでも収穫の多い旅だった。暁の血命の協力がなければ、こうも早くドマを解放することはできなかった。今度は我らドマの民がアルミの奪還に力を尽くす番だ。その気持ちは嬉しいんだけどさ、遊戯はまずレグナンストールに行くべきだと思うんだ。開拓団にドマのみんなに早く情報を伝えてあげなくちゃ。かたじけない。では私はレグナンストールへ向かうから、その際に、必ず石の家の者たちの報告を言ってこう。おっと来たね、メルウィス。もうついていたんだ。メルウィス総督ではありませんが、どうしてこの東アルデナート商会が君たちの機関を散らされて伝えたいことがあり、こうして出迎えてきたくして、これクルールの件ですかね、やっぱり。それってギラビアニの状況？ギラバニアの前線で一進一退の攻防が続いている。帝国軍の圧力は相変わらずだが、4四国の4都市の軍政の連携が強まってきたことで圧倒されることは少なくなってきているようだ。こうして戦線を維持する裏で、アラミゴ解放軍の、組織再編も進んでいるという点は、好材料だろう。しかし一つ問題が起きた。
これだ。暁のクルー城が帝国軍部隊によって拉致された。負傷者を、候補へ送るための移送作戦中に敵部隊に襲撃を受けたのことだ。なんですって？こちらに残っていた暁の賢人がすでに対応を始めている。詳しいことは前線にいるサンクレット殿から聞いてくれ。長旅で疲れていることの方が急いだんだ。これサンクレットも賛成するのかな。こんなクルーさんがすぐに助けに行かなければ。だがどこへ矢をつけ、まずは情報収集だ。我々は直ちにカストロンオリエンスに向かい、サンクレットに事情を聞きに行くとします。メイビー総督有義殿を指定します。テルコ使うよ。使う。よし。じゃあ現地行きましょう。たっけえな。たっけえんです。一回レジャーします。真反対すんね、こっから。西の船に降りて、そこからまたさらに東に行くとまた意味がわかんないです。戻ってるじゃんっていう。あ、サンセット。あ、アレンバルドもいますね。戻ったか。まずいことになったぞ。クルーのことはメルウィ総提督から聞いたわ。それで一体何があったというの？ヤシタロの容体が、安定してきたために、本格的な療養のため石の家に移送することになったんだ。その道中で帝国に襲われた。もちろん看護役員としてクルー以外にもアレンバールドの部隊が護衛として同行してくれていたが。すまない、俺がついていんだから。誰も攻めはしないよ。精一杯戦って怪我人のヤシタロを守ってくれたんでしょう。だから襲撃の状況を詳しく教えてちょうだい。うん。ああ、襲ってきたのは帝国のアルミゴ人部隊、ドクロ連隊だ。連中は俺たちの知らないルートで、頂上を越えて、国営の森に潜んで、待ち伏せしていた。完全に計画的な攻撃だった。襲撃を受けて、ドクロ連隊の隊長と総隊開き、俺は見たんだ、彼女の過去。クルーをさらったのに目的があるってことですよね。そうか、君はこういう力を持ってるんだとな。カーズの力じゃないけども、過去を原始するときのエーテル要因に似た感覚で反応が鈍った隙を突かれちまった。それでアレンバールドは何を見たの？ドクロ連隊隊長ホルドラの過去を見たんでしょ。市民権を持ち帝国人として育てられる中のアルミオ人からは売国土と、生粋の、帝国人から蛮族と罵られ、帝国の中で権力を得ようと必死にあがく彼女の姿だ。まあ、幼稚園に似てますね、この辺もね。うん。過去の条件の中で、ホルダーはゼノスに命じられていた。名指しで暁のクルルバルデシオを捕らえてこいと。同盟軍の諜報部隊と連携しながら、クルーの行方を追っているが、今のところ情報はない。ただし、願いを定めて誘拐した以上、理由があるぞ。何気にしれっとアレンバールドを超える力を持ってるっていうね。理由があるからにはすぐに殺されはしない。救出するチャンスはあると言いたいんだよね。俺はこれから単独で帝国軍の警戒網を突破し、どうにかしてアルミゴの土地内へ侵入するつもりだ。クルーの監禁場所を突き止めるために。クルーといえば、超える力っすね。だからお前たちはエルザ同盟軍やアルミゴ解放軍と連携し、帝国軍を蹴散らしながら着実に進軍してくれ。それが捕らえた仲間を助けるための近道にもなるはずだ。了解した。悔しいが、クルーさんの居所がわからない以上、今の私たちにできることは少ない。焦りや隙を生む。お前たちは続報を待っていてくれ。そうだ、近くに解放軍のコンラッドたちが来ているはずだ。彼らに一声かけて情報を共有しておいてくれ。コンラッドさん。それじゃあ、カーズと私、二人でコンラッドたちを呼んでこよう。アルヒノたちはここで待っていて。
ならへん。捕まえんじゃないよ。セガサターンが世代です。プレステを本格的にやり始めたのは PS2 からです。64は未経験なのでどこかでやりたい。いいな。こんなところでお主らに出会うとは、皆無事なようで安心したぞ。おかえりなさい、二人とも。でも、クルルさんが。でも仲間から詳しい報告を聞いたところ、ゼノスが相手なんだから大丈夫なんて言えないけど、でも絶対助けてみせるから。その域じゃ。どうやら東方では、厳しくも良い経験を積んできたようじゃ。簡単には言い尽くせない旅だったけど、それでアラミゴ解放軍の状況はこちらもそれなりに成果があっての、後ほど詳しく、伝えようと思うが、メナーゴやアレンバルトら若手の活躍いくつか作戦を成功させたんだ。不滅隊のアラミゴ人部隊の、助けを借りながら、アラミゴ都市内の、政治犯収容所や、山間の、強制労働施設から大勢の人を助け出したりもしたぞね。そして救出した人々に加え、リトルアメリア、ウルタ派の住民街からも、続々と志願兵が集まってくれるな。組織の立て直しも進んでおる。そっか、私たち東方遠征に行ってる間もみんな戦い続けてくれていたんだ。未だに解決せねばならぬ問題も多いが、諦めずに踏ん張ったおかげで一歩ずつ前に進んでおる。もちろんクルー城のことを含め、決して諦めでないと。さて、暁の方々が帰還したのであれば、同盟軍の、面々に交え、一度集まった方が良さそうじゃろう。みんなどまでの出来事を知りたがってる王子だろうか。わかった。私はアレンバールトたちを呼んでくるね。みんなはピピン小刀将のところへ向かってちょうだい。トゥン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 。天気は雷になってますね。ヤンドのサンクレットの話は聞いたようだが、クルー城のことは心配だと思うが、関係者にどま衛生な報告をしてもらってもいいだろうか。その間がよろしく頼む。ラール川の軍勢。まもなくアラミゴ解放軍の面々が到着する予定だ。関係者がそれ一台軍議を始めるとしよう。まずは暁の帰還を心から歓迎したい。東方遠征の成果について報告をお願いしても。それじゃあ私から報告させてもらうわ。多大な犠牲はあったとはいえ、ドマは帝国の支配から解放されたのだな。民を守るために城をも沈め、勝利をもぎ取るとは何たる意志の強さ。その覚悟、わしらも見習わなければならないの。諜報部隊からの報告によれば、アラミゴ総督府と本国との通信量が急激に増えているようです。おそらくドマ陥落の件で対応に追われているのでしょう。ドマの支配が崩れたとなれば、他の属州に駐留する帝国軍もさらなる反乱を警戒し、身動きが取りづらくなるはずだ。反攻作戦を展開するなら今を置いて他にあるまい。確かに今が好機か。いや、
最後のチャンスかもしれんの。これまで懸命に解放軍の立て直しに努めてきたが、帝国軍も反乱分子狩りの圧力を強めておる。いたずらに時を浪費すれば、せっかく立ち直りかけた組織がまた崩されかねんからの。帝国軍に拉致された暁のクルル城についても一刻も早く探し出し奪還したいところ。そのためにも早期の進軍が望ましい。ではこれよりアラミゴ奪還を最終目標とした反攻作戦を開始する。第一目標はベロジナ大橋の占拠だ。これを足がかりとして辺境地帯全域を解放、山岳地帯攻略への足がかりを築くぞ。やっぱ橋からか。作戦名はラールガーの戦星。怪人が天に投げかけた導きの星に従い、我らガレマール帝国を粉砕せん。よし。ラール川の軍政の第一段階は、ギルバニア辺境地帯の中央、ベロジナ大橋に築かれたカステルム、ベロジナの攻略だ。我らがアラミコを目指すための最初の障害だからな。当然帝国軍もその、戦略的重要性を理解しているだろう。石膏部隊からの報告によれば、悪名高いドクロ連隊を橋へと送り込み、防衛力を強化しているようだ。俺らたちの部隊ね。でも今や奴は、苛烈な戦いぶりから、ドクロの、処刑人と呼ばれ、恐れられる存在。その守りを突破せねばならんことということだ。ここで我が輩は次のような作戦を考案した。まず、ユームザー同盟軍の戦力で大橋への一時攻撃を行う。本格的な功績を見れば、攻勢をと見れば、帝国が当然、守勢に入るはずだ。そして防備を、固められれば、打ち破ることは難しい。ここからが腕の演技力の見せ所だ。同盟軍に所属する4都市の部隊が、散発的に攻撃を行い、連携を欠いた状況して、やがて一時に撤退を始める。なるほど。同盟軍は、情報の主流であると、そう思い込ませるわけですね。ああ、我々が、統一を書き、総崩れとなって逃げ出し始めれば、敵として追い打ちをかけたくなるはずだ。そして追撃に出てきた帝国の防衛部隊を、イーストエンド、コンコーディンに誘い込み、そこで反転攻勢にかける。このようにして同盟軍が敵視力を引きつけている間に、手薄になったベルジナ大橋をわしらアラミゴ解放軍の部隊が攻めると。とはいえ、敵も全戦力を追撃を出しにはしないでしょう。無論そうだろう。そこで、アラミゴ解放軍には完全な、占拠を目指すのではなく、橋に掲げられた帝国軍の軍旗を、書き換えてもらいたい。軍旗を書き換える。そうか。監視塔の頂点に観察せられた軍旗は東方からでもよく見える。これがアラミゴ解放軍の軍旗に変われば、奴ら追撃に出ていた敵視力は、カステルンベルザは陥落したと思い込むだろう。その動揺を見逃さず、伏兵を投じ、完全な連携攻撃をかける。そして敵視力に打ち破った勢いそのまま大橋攻めに合流する。アラミゴ解放軍の方々にはそれまでの間少数の戦力で戦線を支えてもらうことになるがいかん。なんとかやってみましょう。それでは我々暁も二手に分かれて同盟軍と解放軍それぞれに協力させていただきます。カーズ、君は理性やアレマバルトと解放軍の支援を頼む。同盟軍部隊には私とアリゼが、同行しよう。では我らは一応ラールガールリーチに戻り、指定準備を整えた後、潜伏地点へ向かうとするかな。よろしく頼む。あれ、3区やと結局来ねえのかいねえもん。もうすでにいねえもん。
てる状態でもないんですけどね。まあ、ユーザーの方をどうにかしないといけないですね。久々っすね、ラールガル1。さて、すぐにでも準備に取り掛からねば。まずはベロニア大橋にかけられた帝国の軍旗を書き換える役目だが、ミナーを頼めるかな。はい、グリフィンなら高い鉄塔にも登れるはずです。マジックプリズムを使えば、軍旗を一気に書き換えることも。マジックプリズム使うんだ。メナーグはすぐにグリフィンの支度を、アレンバルドは、同盟軍との連絡手段の再確認。リセは部隊の出撃準備を頼めるかな。了解。それでは準備が整い次第、潜伏地点であるカステルム・コルビに集合じゃ。ああ、カーズの少し残っておくれ。こっち経由じゃないとアラミゴに行けないってことですもんね。もしやこのメモに記された3に会ってもらいたいのじゃ。仲間がさられ落ち着かぬところだろうが、解放軍で今後に関わることでどうか頼むぜ。メモに記された3人に会う。わしはここで待っておれ。終わったら声をかけてくれんか。手数をかけてそうな。いきなりお使いが始まったんですけど。一番の英雄にお使いさせんじゃねえよ。これか。アラミゴ人部隊の士官。あなたはヤーン大河氏、エルジャー同盟軍きっての、猛将とお会いできて光栄です。自分はウルダハンのルミンガで暮らしていたのですが、あなたの活躍を聞いて不滅隊に志願しましてね。今では解放軍の支援任務について、不滅隊じゃなくて、ソージャー島に来いよ。なんで不滅隊なんで、大きな作戦が始まると聞きましたら望むところ、おっとそろそろ任務の時間、この辺り失礼しますね。クリスタルミシリガル。グランドカンパニー。ソージャー島なんですけど。ローエンガールド族の闘士。いろいろね。あんたは以前に俺に神父を見つけてくれた人じゃないか。あの時はすまなかった。あんたが噂の理由とは知らずにくだらないことを手伝ってしまった。でもよ、見つけてくれた神父のご意見か、あの後の戦いではどうにか生き延びてこれたんだ。祖国奪還の日まで俺は頑張るぜ、それじゃ。まあ、お使いをやった時に話したってことですね。でんすんずんすん、汗だくの若者。おいおい、もしかして母さんか。俺のことなんて覚えていないと思うんだが、一度命を救われたことがあるんだ。俺はリトルアルミオ出身でな、ウィリレットってダッチと沈んでて、バカな作戦をアマラジャ族からクリスタルを盗もうとしたことがあるんだ。聞いたよ、ウィリレットのことは。だけど、あいつも命がけでエルゼのために行って戦ったんだと思ったら、いても立ってもいられなくてよ。今じゃアラミゴ解放軍で下っぽをやらせてもらってるんだ。カーズさんに救われた命、ダッチのために無駄にしないから見ててくれよな。トゥン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 。どうじゃ、3人から話が聞けたかな。あの3人に声をかけてもらったのは、いずれお主に縁のある者たちだったからのじゃが、もう一つだけ理由があってな。20年間ギラバニア地に残り続け、戦う道を選んだローエンガルデ族の闘士。一度はバイサルの頂上に越えて逃げながらグランドカンパニーに参加することで選んだしかも。リトルアラミゴへの脱出を選んだ両親のもと、ザナラーの地で生まれたアラミゴ人2世の若者、三者三様の、出自を、持つ者たちなんだ。
アラミゴ解放軍の立て直しが進んできたと説明したが、実際には新たな組織に生まれ変わったと言った方が、正しいと思えるほど、様々なものが加わっておる。そんな解放軍をまとめる指導者として、誰が最適だとお主は考えるかね。リセならやれるだろう。わしも同感じゃ。だがそのためには彼女自身がそれを決めればならん。数のと旅し、広い世界を見てきた彼女がどのように感じ、どのようにこの先を生きるのか。どうか理性を見守ってくだされ。なるほどね。さて、こんな話をしたことを理性には内緒にしておいてくれ。本来だったら引退するっていう流れなのか。では、わしらも潜伏地点に赴くとするかの。場所はカステルコルビ。辺境地帯にある放棄された帝国の補給施設だろうって。理性に任せるっていう流れですね。カステルコルビ。あんなとこなんだ。だから、国会とは地形かな。長いとですね。あそこを解放すると。あ、ソロコンテンツ始まりますね。来たね。グリフィンがいる。さあ行きます。これで全員揃ったようじゃん。わしら本面突入部隊に加えて、他にも複数ルートから軍機の各界を目指せるように配置も完了しておる。そろそろ同盟軍を動き出す頃合いじゃが、武器や防具の、準備はいいだろう。69になってますね。マックスがってことですよね。どうやら先端が開かれたようじゃな。待つのは辛いです。戦いの前のこの時間は何度経験しても好きになれません。落ち着きなよナーゴ。乗り手がそんなに緊張してたらその子だって怯えちゃうよ。大丈夫、私たちならやれる。勝てるよ、絶対に。はい。よし、敵は誘いに乗ったようじゃな。同盟軍の本隊が奴らを引きつけている間に一気に橋に取り付くぞい。メナーゴ、お主にアラミゴ解放軍の軍機を託す。隙を見てグリフィンで塔を目指し旗を掛け替えるのじゃ。了解です。どんなことがあっても必ず。行くぞ。天に戦星は輝いた。攻撃開始じゃ。いや、ごっちゃごちゃ、やっぱ全然雰囲気違いますね。やっぱあれですよね。ドマがやっぱ特殊ですよね。カステルベルゼンムで。殺傷的ですかね。
またヘイト取れねえかと思って。あ、こいつは取れる。これ先倒す。あ、取れる。姿が見える。領土は成功したようです。同じカステルベルジャで取り付く。やばそうなボスはいなそうですね、パッと見。結構数は多いですけどね。解放先やったの。ホールドが出てきやがった。本体の撤退は陽動ということか。だからそれだけの手勢で落ちせると思うので、貴様たちはこの場でわしが始末する。さあ、本当だ。さすがにホールドラには負けねえと思うんですけど。なぜか怠慢ですね。と違ってホルダー戦えるってことですね。ガンブレードっつってますね。いや、こっちもガンブレードですね。まあそうだね。いい位置に配置するんじゃねえよ。遅延要請。うわー、なんかいた。これはさすがに食らわないですね。移動タイプ違う。飛びが来そう。ガンブレーカー vs ガンブレーカー。これはだるいっすね。ちょっとこれじゃあ使おうか。
びはしないですね。ガンブレード。こっちもガンブレード。うん、オッケー。よし、グリフィンが通りな、おいけ。強い。私はもう迷わない。どんな壁だろうとも打ち砕いて前に進むだけだ。見なさい、あの旗を。だね。アラミゴ解放軍の旗だ。うん。いや、やるね。さあ、勝ち時を上げるのじゃ。おお。今、ドクロレンタや撤退か。バカな。まだ勝敗は決してなど。しまった。なんかやっぱり。うん。リセ、もうよい。深追いはならんぞ。わしらは勝った。今はそれで十分じゃ。やっと下側探索できるようになったってことです。結構いるな、帝国。お、来た、ラウマン。あ、このタイミングであれを見るんだ。なぜ軍機が、まさか拠点が陥落したというのか。この戦、我らの勝利である。これより暫敵の総統に行こう。残らず引き潰せ。ひとまず正義を離脱せよ。退却、退却だ。フォルドラ隊長、出撃していた第4歩兵大隊が総崩れの模様。このままでは敵のさらなる増援が。撤退しましょう。バカな。未だ戦力では我らが上なのだぞ。敵の関係に踊らされ浮き足だってどうする。ここで引くような敗者をゼノス様が許すものか。しかし後輩のアナンタ族が騒ぎに便乗して離反すれば、我々は退路を断たれます。再起のためにも一度引いてから立て直すべきかと。泥水をすすり
売国度と罵られながらも、ようやくここまで上り詰めたというのに。あの声、淡水の声ですかね。遺憾だが撤退するぞ。例の娘を連行するのを忘れるな。まだこれはほんの一歩に過ぎないけれど、アラミゴの土地を解放できたんだね。オッケー。落としちゃわないかどうか心配。ウルトラ逃しちゃったのは残念だけど、それでも私たち勝ったんだよね。まだまだ小さな一歩に過ぎないけど、この調子でどんどん前に進んでいこう。アラミゴを帝国の手から取り戻すその時まで。暫敵を蹴散らせ。敵が引いてくれたおかげで無駄な損害を出さずに済んだ。こちらは引き続き合流してきた後続の解放軍部隊と、ご協力して、施設内の暫敵を相当しておこう。つまり、お主は、同盟軍本体との合流がてら、突出した蹴散らした、帝国軍残党の対象だみたい。奴らが橋に、なだれ込んでくると厄介だからな。ここから同盟軍本体がいる、ビターミルのあたりの間まで、交戦の意志のある帝国兵を発見したら、各国警戒して行ってもらいたい。そして本体と合流できたら、ラーバンドにベロジナ大橋の状況を伝えるんじゃ。頼んだぞ。オッケー。行きましょう。あ、結構いるね。現れた討伐2ってことは、あ、でも2箇所か。2箇所ですね。トゥントゥントゥンと。あれここか。スン。スン。はい。大会しかも残ってる。まあこの辺ほとんど来る機会ないですもんね、メインで。サブ系とかでは来る機会あるんですけど。クラスクエとかですね。あそこにラウバンがいるっぽい。ポロロ、ポロロ。おまるさん。戦場の演出か。確かにすごいですよね。あれで士気が下がるんですもんね。貴様がここに来たということは、ベロニア大橋の方の大型戦闘は終了したんだろう。それは何よりだ。こちらもあらかた数づいたところだ。つい先ほどピピニシッカの部隊を大橋の支援に向かわせた。カステルンベロジアの施設を使えば帝国が引き返してこようとも有利に戦えるだろう。想像以上に作戦がうまくいきましたね。さすが戦場の演出家と呼ばれただけあります。見事な采配でしたラーバン局長。下手な政治はよしてくれ。まあ戦いはこれからなんだ。では、我が輩や部下を率いてもう一度周辺の、暫定的、騒動に行ってくれ。赤月の方々、アラミゴ海洋軍の部隊と合流してくれ。
短パンなのがちょっと気になりますね。初戦の勝ちには劣らず、油断しない。これが、名将と呼ばれる武人ということか。で、それでは我々はカステルンベルジェンカをコンラッドのと合流するんだ。あれ、上のところに確か飛ばす、あれですね、探検手帳があった気がしますね。飛べるようになってからじゃないと無理ですけど。まあ、これだとまあ、この辺があるっていう流れですかね。手数かけたの。同盟軍の方もそう大きな被害なかったようでほっとしたぜ。ピピン小当初の、部隊が応援に駆けつけてくれてるの。今、制圧した施設の安全確保をしておるところじゃ。同盟軍と暁には感謝が尽きるの。名族の里。さあ、新しい拠点に行けそうですね。さて、そろそろ、施設内の安全確保も終わる頃合いだと思うんだが。コンラッド隊長。ピピン小当省から施設内の安全を、確認したとの連絡がありました。集落ですかね。承知した。小当省の、丁重に礼を言っておくんじゃ。ひとまず安心といったところかしら。ところでコンラッド隊長、さっきからメナーゴの姿は見えないようだけど。メナーゴならグイヒに乗って川向こうに行きよった。ベロジナが、東石には、彼女の生まれ国領である、メ族の集落、ピーリングストーンズがあるんじゃな。なるほどね。カステルンベルジアが撤退した帝国軍の兵が村に危害を与えていないか心配だということですよ。偵察に向かうところで許したというわけじゃ。偵察に向かうことを許したというわけじゃ。確かに廃山兵となると何をしでかすかわからない。ベルジア大橋が渡るようになったのであれば我々も様子に見に行かないか。賛成、ピーリングストーンズのメナーゴのところにみんなで行ってみよう。こんだけ長時間やるとやっぱ、グダグダになりますね。橋を渡りたいときにはゲートの前に立つ、アラミコ解放軍の衛兵に声をかけるといい。向こう側へと案内してくれるじゃろうって。さあ、これで中に入れる。向こう側。真ん中辺に来てますね。ピピもそこにいる。オッケー。普通に向かいましょうか。ガゼル。ガゼルも確かマウントであった気がしますね。どっから行けるの？ここか。猫もミコって族も同じ。なんてヤシトラに言ったら怒られそうね。高いところ好き。まあ確かにそうですよね。猫はそうですね。確かピーリングストーンズはこの坂を登ったところにあったんです。ついてきて。ヤシトラも高いところ好きなんですかね。それは確かに気になるところです。あきら早速来てますね。いや、ちょうどいいタイミングで出ましたね、ガズル。おっと、モブだ。これはあれですね。FF11 の時ですね、これ。名前何でしたっけね。まあ、サイですね、サイ。みたい。
はい。いや、もう更新しときゃよかったな。結構、だいぶ倒してきたよな。クガネじゃないと更新できないんですよね。これはもう現地に行っちゃっていいのかな？いないっすね。乗った先だと思いますね。あ、これですね。ミコテの集落。あ、来てくれたんですね。ようこそ、私の故郷、メ族の里へ。それで、被害の方は大丈夫だったのかい？ええ、幸い里は無事だったのですが、アナンタ族の方に問題が生じたようで、助けを求める使者が来ています。ぜひ皆さんもご一緒に。アナンタね。ヘビね。何があったの？話を聞かせてくれる？シュー。ありがたい。帝国軍とカリアナ派の間で一悶着があったのだ。カリアナ派というのはアナンタ族の中でも最大勢力を誇る一派のことです。襲ってくる派のあたりか、アナンタ族。アラミゴ解放軍に協力してくれている彼女たち、ウィルラ派と違い、カリアナ派は戦いを望みません。帝国に心中を誓って領地にこもって暮らしていたはず。シュー。その通りだ。誇りを失ったカリアナ派は戦うのをやめ、帝国軍に屈して久しい。だが、そのカリアナ派に対して新たに黒き橋を治めることになった帝国の女戦士が人質を差し出すように求めたのだ。人質。ドクロ連隊のホルドラだね。でも解放軍に協力してるのはウィルラ派なんでしょ？なんでカリアナ派に人質よこせなんて言うのさ。帝国人は我らアナンタの文化を理解しようとはしない。無知な奴らにカリアナ派とウィルラ派の違いがわかるとも思えん。ベロジナ川の東岸に住むアナンタ族が離反した場合、橋の帝国軍は西岸に陣取る我々との挟み撃ちになる。それを警戒したのだろうが、人質を差し出したのか？シュー。差し出した。それも族長の娘を。族長の娘。娘を愛していた族長は、それからというもの、来る日も来る日も黒き橋を見ては涙を流していた。だが、その橋をお前たちが落とした。戦いの様子を見ていたカリアナの族長は、直ちに仲間を率いて、逃げてきた帝国軍の前に立ちはだかった。そして求めた。直ちに娘を返せと。ホルドラもいる。あのホルドラがすんなり人質を返すなんて考えられないね。残念だけれど。シュー。まさにそうだ。帝国軍の女戦士は人質の返還を拒否した。むしろ族長の娘に剣を突き立て道を開けろと迫ったのだ。最悪だ。片や族長は娘を返すまで動くものかと譲らない。そして悲劇が起きた。
まさか。殺しちゃったか。大勢のアナンタに囲まれて恐れをなした帝国軍の兵が族長の娘を切りつけたのだ。族長の娘は多くの血を流して死んでしまった。なんてことを。だが悲劇はこれで終わらない。族長は呼んだのだ。娘を死の底から引き上げるために、癒し司る我らが女神ラクシュミよ。万神ですね。いや、これ ラクシュミ FF6 にいましたね。一緒だな、これ。神下ろしに手を染めたというのか。シュー、そうだ。カリアナの族長は戦いと誇りを捨てたふぬけ。悲しみに耐えかね、神にすがりついたのだろう。FF6 は召喚獣がかなり多いからやっぱベースになってますよね。目の前に降臨した美神ラクシュミを見て、帝国軍の兵どもは慌てふためき逃げ去った。こうしてアナンタの土地に死んだ娘と神が残ったのだ。勢いづいたカリアナ派は我らウィルラ派に対し神を詣でるように求めている。だが美神を信奉している我らとてしもべになり下がるのは嫌だ。それであなたは助けを求めに来たのね。シュー、そうだ。アラミゴ解放軍に参じた同胞から聞いている。お前たちの中には神狩りの英雄がいると。事情は理解したよ。新たな蛮神が召喚されたとなれば無視はできない。対応策について話し合わせてもらうよ。グレンでも万神と戦っていますよね。サロンもそうでした。ウィルラの神、カリアナの神。ラクシュミの対応については、私としてはまず戦闘回避できる道がないのかを探りたい。私にできることがあるとすれば、話し合いによってこれ以上の無益な戦いを避けることだと思うんだ。それに一言で万神といってもその性質は様々だからね。積極的に攻勢に出る、武神ラーバのような存在から、戦守防衛型の、雷神ラムーといった例もある。そこでまずは、カリナ派の、あなた族が召喚したというラクシュミという神について詳しく知る必要があると思うんだ。州ならばここより北に向かった先なら、我らウィルハー派のウィルラニディアに招待しよう。我ら指導者、姉妹、サリーシャに、会うといい。わかったわ。それじゃ悪いけど、メナーゴはこの状況について海軍と同盟軍に知らせておいてちょうだい。了解です。皆さんどうかお気をつけて。てるてってるてん。あれ、こっちやね。エスティアンがだいぶ前のムービーで出てきた花はここだと思いますね。
人の子がこれほど大勢訪れるとは珍しいこともあったものですね。もしやそなたらは、イルラ派の指導者、サリーシャ様ですね。私たちは暁の血明という組織に属するものです。美神ラクシミの召喚について聞き及び、まずはいかなる神なのかを学ぶ必要があろうと、こうして出向いたのです。わかりました、お話しましょう。美神ラクシミとは我らあなた族を作りたもった神です。美神あなた族の創造にあたり、美の力で幾つし、欲を与え、豊穣の力で女の実で、こう宿そうを考え。すごいね、女の実でって。そして癒しの力で、類な、稀な、生命力を与えました。カリアナ族の族長が娘の復活を願い、神下ろしに手を染めた理由はこの癒しの力に期待してのことか。その点を考えると好戦的な万神とは思えないが。何？そう判断するのは早計よ。万神は召喚した者たちの信仰と願いを色濃く反映する。一般的な神話よりカリアナ派が考えるラクシミ像が、重要なんだよ。確かにカリアノ派とウィル派は、美神に対する考え方は、明確に異なっています。美神は束縛を嫌い自由を好む騎士を有す。故に我らウィル派は、自由を重んじ、たとえ犠牲を、伴おうとも、解放軍とともに帝国の支配に抗うことを決めたのです。対してカリアノ派は美神を称えるため、美を追求すべきと主張し、心をクリスタルの、装飾を作り、着飾ることのみ執着しました。帝国の支配を甘んじて、受け入れたのもそのためでしょう。辛く厳しい現実から目を背け、圧力を強める帝国に抗うことなく、大切な娘すら差し出して、ただひたすらに装飾を磨き続ける。それがカリアナ派の生き方なんです。そんな内向きで現実から逃げる者たちが神下ろしをしたら、辛い現実で傷ついた心を癒すための万神になるでしょう。これまでにたくさんの人を見てきた。何かにすがらなければ生きていけない人も、でもそれじゃ現実は変わらない。そうね、リセの言う通りよ。でも万神なら神と、テンパーズにすることで、甘い夢だけを見続けさせることもできるでしょうね。その前に彼女とは吉を、止めなくちゃ。思想を意にするとはいえ、カリアナ派も同胞である。人の声を助力を頼めるだろうか。任せとけ。その言葉に心より感謝を。これも我らは尊く自由のため、我らも協力を惜しむつもりはない。神に祈ったって死んだ肉体は戻らない。ガブの時のような思いは二度とごめんだわ。よし、行こう。美神ラクシミのもとへ。なればユリラの当時、姉妹ビジュラを案内役手で同行させましょう。そなたの献身に心より感謝します。なるほどね。まあ確かに似てますね、ガブの時。我らの願いを聞き届けてくれたことを感謝する。自己紹介が遅れたか我がバジラ、輝ける、敵一の名を持つ者だ。こちらはすぐにでも出発できる。カリアナ派の拠点に行きたいならいつでも声をかけてくれ。美神ラクシミ。絶対戦うじゃん、今度。どうやら準備は万端のようだのでは早速だから移動を始めよう。美神ラクシミを保護する地下神殿はカリアナ派の城、ジャナンカットの内部にある。そこに至る道筋を案内しよう。じゃあ、クリアするまでは頑張りましょうか。続きは次回にしましょう。1時半ですもんね。この前東に進むと高台の上に立つ大きな建物が見えてくる。それこそが目的のジャナンカットだ。地下神殿に向かうには入り口に添えられたエーテライトを利用するといい。人の子であっても使うことができるだろう。了解だ。案内に感謝する。それではみんなジャナンカットまで一気に接近し、ジャナンエーテライトを使って突入するぞ。
こにいるってことですよね。おっと、モブが混じってやがる。しかもゾウじゃねえ。すん回路あったね。千切るか。ってことですかね。あ、もうまさに万神がいるとこっすよね。ジャナンエーテライト。いるね、ラクシー。美人ですよね。万神一の美人だと思う。美人ラクシュミよ、なぜ、どうして我が娘アナミカは目覚めるのでありますか。祈る者よ、死した娘のよみがえりを願うお前の祈りはすでに叶えられた。切り裂かれた肉体をつなぎ、こぼれ落ちた血を注ぐ、尽き果てた命を吹き込んである。ですが神よ、我が娘アナミカに母の声は届かず、何も答えてくれぬのです。祈る者よ、その娘の魂はすでに無産しているのだ。肉体を癒し、命は宿した。だが魂を戻すことはかなわぬ。安心にすがりつくのはもうやめなさい。危険すぎるよ、マジで。アリゼ、下がるんだ。危険すぎるよ。下がってたまるもんですか。こんな悲しいことを前に目をつむって見て見ぬふりなんて私にはできない。人があなたの聖域にまた我らの命を奪いに来たのか。違うわ。私たちはあなたたちに万神に頼るのをやめてほしいと、そう伝えるためにここまで来たのよ。娘を愛するあなたの気持ちは痛いほどよくわかる。私も大切な人を守れず失ったことがあるもの。嘆きもしたし恨みもしたわ。でもね、万神に祈りを捧げても不幸の輪廻が続くだけで決して幸せにはなれやしない。もう分かったでしょ。怒る者よ、確かに祈る者の望みは決して叶わぬ。しかし我は美しき輝きにより悲しみに蝕まれた心を癒し、神の前にはべる喜びを与えることはできる。心をねじ曲げてテンパードにして幸せな夢を見せたとしても、それは夢でしかないし、現実の不幸は消えやしないわ。どんなに苦しくても夢の中に逃げてはいけない。あなたが愛した娘と生きてたことを忘れちゃダメよ。そうだよ。それにね、万神は願いを叶えるためにクリスタルを食らう。アナンタ族が生きる土地を殺しちゃうんだ。怒る者よ、それでも人に脅かされ怯えながら日々を生きるよりも夢見る方がよほど幸福であろう。アナンタを脅かす帝国軍は私たちが追い返してみせる。だから人は信用できぬ。
だが信用に足る存在に作り変えることはできよう。我が輝きにより祈る者たちともども夢によくするがいい。うわ、テンパードにするっつってますね。ちょっと待って、これ逃げねえと危ねえぞ。いや、これ逃げねえとダメだぞ。いや、やばいやばいやばい。いや、もうテンパードにする。ちょっと避けるしかねえ。危ねえ。危ねえ。いやー、危ねえ。バリア張りましたね。我が輝きを拒むか、怒る者たちよ。だが、今は他のあなたらに祝福を与えるのが先か。人よ、あなたの土地から去れ。そして二度と、夢見る子らを脅かすなと、同胞に伝えるがいい。あれ、もうテンパードになったってことですよね。うん、それは今後の課題になってきそうですよね。うん、ごめんなさい、無茶なことして。それでもどうしてもカリアの属性に万死を耐えることをやめてほしいと伝えたかったのよ。でも悔しいけど私の言葉は届かなかった。カリアの属性の心を変えることはできなかった。うん。アイゼの言葉は正しい。カーズありがとう。でも結局あなたの力に頼ることになってしまった。でも私もできることはあるはず。あなたが美人と戦っている間、ある日のリセと協力して、あなた族が備蓄しているクリスタルで対処をしてみる。だからお願い、どうか必ず生きて戻って。うん。だね。ラクシミと滅。うん。あ、オッケー。じゃあ行きましょう。いや、数字は切ってくれるといいんですけどね。あ、来てきた。オッケー。よし。サクッと終わらせましょう。ラクシミ島です。スンスンズ汚れし者、癒しの力をここに。
せてね、押せてね、押せて。危ねえ。なんで押せねえの。やですね。浄化の輝きを見よ。いやー、ちょっと待って、変なの立ち上がりやがった。ふざけんなよ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。その魂を刈り取ろう。はい。ダブルです。ダブル。そうね。浄化の輝きを見よ。取ってね。危ねえ。ああ、終わった終わった。よかった。おつわりでした。ボタン押せねえだ、焦るね。どう見ても押してんのに押せてねえっていう。よし。ありがとう。この土地を救ってくれて。万人との戦いだけはどうしても頼っちゃうね。アナンタ族はやっぱりすごい量のクリスタルを持っていたよ。私たちもそうだけどさ、人はみんな弱いね。なるほどね。
アミを殺したのか。なぜ殺す、なぜ奪う。もう我らあなんたを虐げるのはやめてくれ。そうじゃないよ。よく聞いた族長さん。私たちはみんな弱いから何かにすがる。でも弱いからこそ万神じゃなくて、共に生きる仲間と支え合ってほしいんだ。そうすればいつか必ず私たちは理解し合える。ねえ、アナンタ族にとってクリスタルの装飾具は心を映す大切なものなんでしょ。だったらその心を万神に捧げて溶かしちゃダメだって。お前たちが戦いに命を賭すように、我らは心を捧げて平和を取り戻す。いや、通じ合えないっすよね。今は分からなくてもいい。でも私たちはあなたたちと同じ平和を望んでいるの。いつか分かり合えるはずだよ。出て行け。お前たち人の言葉に騙されはせぬ。すぐにあなんたの力。分かった。今は出ていくよ。でも私は諦めないよ。だって私たちとアナンタ族は同じギラバニアに生きる隣人なんだから。行こう。アルフィノとアリゼイが待ってる。いや、もうこの時点でかなりやるせない状態で終わっちゃってますよね。見ろ、薄汚い偽帝国人のお帰りだ。蛮族相手に敗れて泣きながら逃げ帰ってきたとか。あまり足ざまに言うのは酷というものですよ。言葉巧みにゼノス殿下に取り入って地位だけは得ましたが、所詮は無能なアラミゴ人なのですから。ああ、確かに配慮に欠けていたな。しかしこうも聞いたぞ。殿下の寵愛を賜るために言葉だけでなく体も使ったと。相変わらずだなこいつら。おやおや、道理で出世が早いわけです。とはいえ今回の失敗で終わりでしょう。分不相応の出世など望まなければ生き残れたでしょうに。さあ、これどうなるんでしょうね。失敗してきてますね。専任隊長フォルドラ・レムルプス、ただいま帰還しました。何を怯えている。ドクロの処刑人とまで呼ばれた強者らしくもない。貴様でも死が恐ろしいか。私が恐れているのは何も成し得ぬまま戦場ではない場所で死ぬことです。己の力で何かを勝ち得たという誇りとともに死にたいのです。確かに貴様の力など取るに足らないほどのもの。しかし未熟ゆえに何かをつかもうとするその熱情の炎が周囲を燃やし焦がしてゆく様を俺は気に入っていた。はっ。さて
貴様は解放軍との戦いに敗れたばかりか、アナンタ族への対応を誤り、万神召喚のきっかけを作ったそうだな。何か申し開きはあるか？ありません。すべては私の力量不足によるもの。いかなる処罰も甘んじて受けるつもりです。殊勝なことを。だがくだらぬ演技が透けて見えている。本音を語らねば言葉通りその首をここで落とす。力が欲しい。私を罵る全てのものをねじ伏せるだけの力が。そうだ、それでいい。ならば機会をくれてやる。超越者たる力を手にする機会を。命を懸けるだけの気概があるのであればな。超越者たる力？超越たる力。今日この場で失うことすら覚悟した命です。そのような力を得られるのなら何をためらう必要がありましょう。怪しいのが出てきたね。博士みたいな。改造担当さん。あれみたいな感じかな。グリーンバートみたいな感じですけど。なんかやるんでしょうね、おそらく。これで少なくともしばらくの間はウィルハあなた族は安全になったね。これ以上悲しい出来事を繰り返さないためにもギラバニアから帝国軍を出さないと。私頑張りよくはずです。暖かな艦隊。シ無事で何よりだ。神狩りの英雄の噂は本当だったようだな。ウィルハはこの恩を決して忘れないだろう。ともかく我らと水泳とウィルハニーレアに戻ろう。姉妹サリーシャお前たちの帰りを待ちわびてるはずだ。ちょっと区切りを作りますね。できればエーテライトのメゾ君のところに戻るタイミングがいいんですよね。そのタイミングがあるのかちょっと謎ですけど。ここだとめんどくさいんですよね、来るの。そんな遠くないからいいですけどね、言ってないと。ことの顛末は姉妹より聞いています。危険な顧みず、まがいもの美人と赤い消し去ってくれたことは永遠に感謝しましょう。お礼ならそこに行かずにしてあげて。私たちはその、支援をしたに過ぎないのだから。それに万神透滅は、対症療法に過ぎないわ。神おろしに食べたいという意志をつくじかない限り、次の召喚ある意味で時間の問題というものになる。肝に銘じておきましょう。カリアの母親と万神とは本物の神ではないことを悟ってくれる日が来るよう、同族として語りかせてみます。ありがとう。そうしてくれると嬉しいな。あなた族は私たちと同じギラバニアに生きる仲間。これからも協力していこう。もちろんです。ウィルハは人のこの友人たちに恩を忘れません。じゃあ私たちはピーリングストーンズへ戻るよ。みんなたち、メ族の人たちも心配してると思うから、サリッシャさん元気でね。このタイミングだな。ストーズって言ってるんで。そうですね。このタイミングで次回にしましょうか。OK。いや、結構頑張りましたけど、今日。では、次回は、ですね。次の地域も行けると思うんで、それ次回になると思います。よろしくお願いします。次回は、暖かな艦隊の続きから。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、
拡散などをお願いします。また